田美子でーす。さあ、始まったかな始まってるはず。あ、来た。あ、消して。はい。ちょっと待って、声出てる？あ、大丈夫ね。はい。あ、どうも。あ、どうも。はい。あ、コッコさん。えらい早い時間にコメントが一つ入ってますね。はい。ありがとうございます。リカさん、ありがとうございます。いらっしゃいませ。こんばんは。ハルリンさん、こんばんは。はい、今夜も楽しみに待ってました。今夜はお帽子編むの楽しみにして、おります。こんばんは。ランブルーさんこんばんは。柳井さん、イエーイ、デミクさん、クク、はい、クク、ミクさんこんばんは。イキミさんこんばんは。今日はね、帽子は多分編まない。帽子じゃないんだな、今日な。うん、帽子じゃない。あ、まあ、時間あったら編んでもいいな。うん、編んでもいい。うん、時間あったら編んでもいい。まずね、今日はね、まずかぼちゃ。あれ、編む。うん、もう一個。うん。キリンさんこんばんは。ナオさんこんばんは。ハリーさん、帽子を編むとは言ってないよ。って驚いてるけど。うん、こんばんは。かぼちゃ編みますって多分書いてあったと思うんだけど。まゆみさんこんばんは。コウメさんこんばんは。いや、でも、まあ、帽子、まあ、編んでもいいですよ。帽子編んでもいいですよ。うん。多分、かぼちゃ、ちゃちゃっと編めると思うんで。うん。そしたらその後編みましょう。ね。帽子ね。うん。かおりさんこんばんは。あれ、こうめさん言ったやつね。あんこ姫さんこんばんは。はい。はい。いらっしゃいませ。皆さんいらっしゃいませ。はい。はい。じゃあ、そろそろ始めていきますか。ね。いや。あ、コニカズさん、こんばんは。そうなの？まあ、楽しみです。声が聞けたから。すいません。くーちゃん、こんばんは。いや、帽子ね、これね。いや、だからね、ゴーストを見ながら拝見します。はい、ありがとうございます。ゴーストね。うん、ゴーストも見たいよね。私ね、だからね、これ、だからちょっと今日はだから、何やらハロウィンっぽいのを編んでみたから紹介しながらおしゃべりライブ、一応かぼちゃをまた編む予定ってなってるんですけど、かぼちゃはね、一個編みたいんですよ。色違いでね。うん。色違いで編みたいんですけど、まあこれね、この前、インスタ見た方あれですけど、これをまずね、うん、なんか、ハロウィンカラーでなんか編もうかなと思ってこれ編んだんですよね。うん。で、編んだら、そうだな、じゃあ、まあ、もう一個なんか編むか、ハロウィン系。ね、ほら、去年編んだやつがこれ、ただのかぼちゃじゃないですか、これ。ね。去年編んだやつがただのかぼちゃなわけですよ。あれで、ただの、まあね、かぼちゃって、ビーチクってね、散々、ちょっと長いけど、ビーチクっつってね、言ってたけど、まあ、これを、まあ、ちょっとね、去年編んだわけですよね。うん。編んだんだけど、顔ついてないじゃんと思って。うん。顔ついてないじゃんと思って、まあ、顔つきにするかと思って。で、顔は別にほら、編まなくてもさ、いいわけじゃん。うん。あ、カイロに3日前引っ越してきて片付けしながら聞いてます。おー、まゆみさんご苦労様ですよ、引っ越し。住んでよかったね。無事にね。ミポリンさんこんばんは。ハニーレモンさんこんばんは。デミコさんお元気ですか？お元気ですよ。あと、アマムさんこんばんは。うたん、おばんです。ポッチ、ご飯食べながら聞き戦しますです。はい、ありがとうございます。はい。ヤイさんこんばんは。チョコチロルさんこんばんは。いらっしゃいませ。はい。読んでない人いない？大丈夫？クーちゃんとか私読んだよね、ちゃんと。もう大丈夫？こんばんは。もうね。はい。で、去年は、まあ、かぼちゃだけ編んだわけですよ。で、まあ、見た方いらっしゃると思うんですけど、まあ、顔は皆さん自由につけてくださいっていう話でね。まあまあ、めんどくさいわけじゃないけど、つけなかったわけですね。で、今年はどうしようかなと思って、もう顔つけるかと思って、まあちょっとすんごい普通に作ったわけですよね。こうやって顔つきのやつを。まあまあフェルトでこうくっつけただけなんですけど。ほいで、まあこれがまあ一番ハロウィンっぽいよねと思って、色もちょっとね、普通のオレンジっぽくして、でこっち緑にして、で、なんかビーチクドがなんか増したなって感じなんですけど、ちょっと小さめにしたからこれね、ビーチクドが増したんですけど、これ編んでみたわけですよね。でこれ編んで。かぼちゃだけじゃね、ちょっとあれだよね、と思って、それで帽子を編んだわけですね。帽子やった方が可愛いよね、つって。で、こうやってかけたらさ、ちょうどビーチクに引っかかるからさ、まあ、こういう感じになったんだけど、私、ふとさ、かぶせてさ、思ったわけよ。うん。
かぼちゃ、かわいい、ゆきみさん。ありがとうございます。ビーチクかぼちゃね。いかさんこんばんは。ありがとうございます。こうかぶせて思ったんだけどさ、あれこの人帽子のサイズ全然合ってないじゃんっていう話よ。ビーチクのサイズに合わせてたわって話でさ、この幅がさ、普通さ、頭のサイズになるわけじゃん、帽子って。全然はまんないじゃん。まあ、いっか、みたいな。乗せるだけの帽子なんですけど。帽子、もうね、後でね。じゃあね。でもね、同じものが編めるかどうかわからない。適当に編んだから。多分編めると思うけど。おおちょっと、まゆみさん、祝ハロウィンありがとうございます。ナイスパ。いきなりありがとうございます。すいません、本当に。もう大事に使わせていただきます。ありがとうございます。はい。ね。俺で帽子かぶせたの可愛いじゃん。だけど頭のサイズ合ってないよねって。まあ、かぼちゃにかぶせようと思ったらこんな幅になっちゃうからね。そんないらない。つばがあればいいやと思って。ね。ナイスパー、ナイスパー。ありがとうございます。スナミンさんこんばんは。はい。で、これ帽子を編んで、まあまあまあいいんじゃないのと思って、ね、これ悪くないなって。こんばんは、ピカリさん。ね、急に寒くなりました。こっちもね、寒くなって、今日の気温はね、今ね、13度。昼間の気温が13度。いきなり下がった。一昨日までね、昼間の気温が20度、20何度あったのに、いきなり昨日あたりからぐんと下がって、今日はもう13度。朝の気温は1桁。冬だよ。だから、あれですよ。膝掛けを急いで編んだんですよ。もう寒くなるの分かってたから。うん。一日で編み上げたやつだけどね。うん。そう。チェキさんこんばんは。ありがとうございます。これでもね、なんか顔はほら一般的な普通のね、感じでしょ。でもね、すごいこれを決めるまでね、すんごい悩んだよ。なんか目をね、三角にするか丸にするか鼻つけるかつけないか口の形を一般的なこの形にするか違う形にするか意外とこの普通の顔にしようと思ってもバランス的にもどこにつけたらいいんだろうとかさもう結構これだけなのに結構悩みました。まあまあフェルトで今回は貼っちゃいましたけど、普通にね変な顔作るかとかね思ったんだけど、普通にやりました。今回はね普通っぽくね普通っぽくこれ帽子かぶしてっておけばねビーチクに引っかかって落ちないっていうねこういう仕組みになってるんですけど、はい。でこれでもかぼちゃだけでいいんだろうか。かぼちゃだけでいいんだろうかと思った時なんかでもハロウィンってまあいろいろあるよね。で私パッと思いついたのがなんかこういうなんかね黒い影の木みたいな話とかでもそう木とかって難しいじゃん編み物じゃんちょっと。なのでじゃあ他に何があるんだろうって思ったらそうだろうそくあったよねと思ってろうそくもあんだろうそく編みました。で火つけようかなと思ったんだけどちょっと難しかったからまあ火ついてない状態のろうそくを編みました。よくできてるんですよこれ実は。何気に大したことないろうそくなんですけどこれねまあまあ色混ぜて作ったりとかしてもいいよねこれねこうやってね普通の白のろうそくにしたんですけどっていうのは他の色が色ばっかだったんで白っぽいのがなんか欲しかったんで白いろうそくにしました。意外とこれがねよくできてるんですよ。なんでって言ってこうやって外せんですよろうそくと。ろうそくとねろうそく台がね分離するんですちゃんと。こんなとここだわってどうするんだって話なんですけどいやその方が簡単にできるんでね。でろうそく編みました。なんかこれこうやってセットでね。これでほらハロウィン感がこう上がるじゃんと思って。そう。これでねもう一つちょっと仲間をね遠目で見てる仲間をね作ろうかなと思ってでなんて言ったらいいのハロウィンってあとなんか結局お化けじゃないね。でお化けも作ろうと思ってしたらなんかちょっとこれもまた失敗作なんだけどちょっと口を赤にしたらなんかちょっとお化けみたいになっちゃってかゆさんこんばんはで送りました大丈夫ですよはい。で頭これね毛をつけようと思って毛つけたら本当にお化けみたいになっちゃってでも最初イメージとしてはパックマンだったんだよね。パックマンにしようかなって思ったんだけど
そしたらなんかお化けみたいな字で、眉毛も最初はキリッてしてたの。最初はキリッとしてて、口もこうやって四角に開いてたの。で、四角に開いてるのを見るとムックみたいだなとか、なんか一回いちいちなんかいろんなのに似てて、で焦ってんですよね、この人ね。焦らせたんですちょっと。で、口をね黒でやってたの最初。で、黒でやってたらなんかでもどうしても口に見えないんでね、何やったって鼻みたいに見えて、ダメじゃんと思って赤にしたんだけど、結局鼻みたいだよね。うん。まあ、お化けこれ失敗作なんですけど、なんかこの辺にベタ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 ね、こう、糊がついてるから、あれね、失敗作なんですけど、まあでもこれはこれで失敗作で、教訓として置いとこうかなと思って、さりげなくね、この人たちを、こう、なんていうの、置いた、後ろの方にさりげなくこう置いて、こう、なんか遠くから見てる風な感じで、ちょっと、置いとこうかなと思いまして、はい。はい。なんかおばきゅうみたいだね。キリンさんこんばんは。はい、おばきゅうみたいでしょ。ねえ、かわいいおばきゅう。おばきゅうじゃないよ。おばきゅうっつったらやっぱりキャラで問題があるからね。おばきゅうはほら、ピンクにしないと。こういう、O の形にしないといけないしね。うん。これは本当はね、あれなんですよ。一本にしようと思ったんですよ。ね。おばきゅう3本だし、と思って一本にしようと思ったんだけど、まあ、こうやってやっといた方がなんかこう、なんかちょっと、まあいいかと思って、これで持ちやすいしと思って。うん。熊助さん、こんばんは。去年かぼちゃありました。ありました。ありがとうございます。おばけの九太郎みたいにね。で、ちょっと似てるでしょうね。バム F さん、こんばんは。ありがとうございます。佐野さん、デミカさん、こんばんは。今夜は何をかしら。楽しみです。ありがとうございます。そう。だからちょっとね、何をね、編もうかなって、ちょっとほら、これがだから、なんつうのあれよ、ちょっと、あれをイメージしてるわけですよ。下の部分は。なんだ、恥ずかしいから、ね。尻の穴が見えてるからあれなんですけど、あのあれでしょ、パックマンですよ、パックマン。ババ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 ってね、パックマンね。うん。そう、追っかけてくるお化けがいるじゃないですか、パックマンのね。そういうイメージなんですけど、はい。手つけようと思ったけど、手をね、ちょうどバランスのいい手をつけようと思うと、なんかちょっとなんつうの、またこんな感じで編んでみたらちょっとでかすぎて、手つけなくていいやと思って、ほいでこのまま。まあでもお化けはね、これは改良の余地あるんで、改良する予定ではあります。まあそれも来年になるかな。来年。はい。あんまり伸ばしすぎると今度ニョロニョロみたいになっちゃうからね。はい。というわけでございますよ。まあ大したものじゃないんですけど、こんな感じで今回これね、編んでみました。で、私がなんでかぼちゃをもう一つ編みたいかっていうことなんですけど、あの、小林さん、こんばんは。久しぶりです。ありがとうございます。いらっしゃいませ。CF さん、こんばんは。こんばんは。パクマン懐かしいでしょ。私大好きだったよ。あれ、80年だっけ。マリゲリータさん、こんばんは。細かいことしてますよ。なんか細かい作業結構好きなんだよね。私、ろうそくが一番気に入ってるかもしれないぐらいの勢いなんですけど、で、なんでもう一個かぼちゃを見たいかっていうと、かぼちゃの色はこういうね、茶系ばかりじゃないよっていうことで、一つね、緑系を編みたいと思ったんです。そう。だからね、ちょっと今日は、もう、こっち、これ。この色。これはね、どっちだったっけ。どっちだっけ。グリーングレイっていう色だと思う、こっちは。それを使って、ちょっとね、こんな色のね、感じのかぼちゃをね。で、しかも、今回、このかぼちゃっていうのは、前回、これは周りを48目で編んでるんですけど、これはね、何目だったっけ？ 30、待って、48から12じゃないや、48から8引くと40、さらに8引くと、32。多分32じゃないかな。32だったかな。そんな感じで編んでるんですね。で、高さもちょっと、あの高さはそうでもないか。高さは8段にしてあるかな。こっちとか、こっちと変わんない感じだけど、なんかちょっとギューッと詰まっちゃった感じだけどね、ちっちゃいからかな。ね。これでちょっとちっちゃめに編んでるんですけど、まあこれと同じ感じで32目でちょっと今回編んで、で、このじゃない、B 地区ね。B 地区部分もちょっと変更しようかなと思ったので、ライブでちょっとやろうかなと。ね。今年の新しい違う、なんていうの、かぼちゃ。はい。かぼちゃ編みたい人、一緒にどうぞっていう感じなんですけど。かぼちゃは先に編みますね。終わったらこれ編もうね。これね。はい。かぼちゃは編みますよ。はい。いやー、だけどね、これおしゃべりしながらですからね、時間かかるかもしれないからあれなんですけど、
いやーでも本当、日本はどうですか？寒くなりました？寒くなりました？ね。あ、これ8個ね。8個。8個入れますね。ね。8個入れます。こっちはもう本当急激に寒くなって、で、うちセントラルヒーティングなんで、あれなんですよ。暖房がまだ入ってないんで寒いんですよ。で、いつ入るか知らないけど暖房が。ね、もうそろそろ入ると思うんですけど、でもとにかく足元がスースーして、なんかちっちゃい電気ストーブあるんですけど、あ、8個ね、8個入れたらギューッと閉めますよ。細編み8個ね、細編み8個ですよ、8個ね。うん。で、それで、なんか、足元にね、やるやつ、暖房入れようかなと思ったんだけど、それもね、またね、ちょっと、それ入れるまででもないなっていう、その微妙な感じ、うすら寒いって感じで、暖房入れたらあっちっちみたいなね。寒くておでん食べたい。ね、おでんね、食べたいね。私も食べたいですよ。うん、この前おでんの店見つけたよ、パリで。おでんの店あったよ。私、おでんあったらいいなと思ってたら、新しい店があって、ね。なんか、おでんの店があったよ。1、2、3、4、5、6、7、8。はい。ここにブスッと刺して、ブスッと刺して。で、そしたら、あ、間違えた。普通に立ち上げて、ギュッと締めて、ギュッと締めて、はい。で、各穴に2目ずつ入れて、まあ、締めしていきますね。16目にしますね。はい。そう。おでん屋あったよ。びっくりしたよ。うん。ちなみにさん、今日は午前中、嵐で、午後ピーカン、そして夕方スコールでしたよね。どんな天気それ？それどこの天気ですか？そんな天気あんの日本で？すごいね。嵐。なんだ嵐？台風みたいな感じ？嵐でピーカンでスコールなんだろうね。大気が不安定なんだね。だからね。うん。いやーもう寒い寒い。こっちは寒い。で、昨日、おとといパリに行ってたのかな。うん、おとといパリに行ってたのかな。いつだっけ？忘れちゃったな。で、ほら、あれじゃないですか。何何喋ろうと思ったんだっけ？なんか喋ってる途中だった気するんだけど。あ、暖房の話だ。そうそう。で、暖房なんかさ、足元のやつ出したら今度あっちっちすぎてさ、多分すぐ消すことの繰り返しになるんで、だったら、まあ、膝掛けとか、ね、そうやってちょっと羽織るものでちょっと調整しつつ、ね、中央暖房入るのを待って、ね、足元のやつはもうちょっと暑くじゃない、寒くなるまで待とうかなと。うん。中央暖房だけでも私の部屋はちょっと足りないんで、ちょっとね、うん。ほら、ね、昨今のね、エネルギー事情によりね、あれなんですよ、マックスまでなんか温めてないような感じなんですよ、どこのね、アパートも。だからしょうがない。うん、寒いな。うん。えーと、千葉ですわ。あ、千葉か。千葉もまたちょっと気候がね、違うもんね、場所によってね。千葉って本当に、フランス語で言うとミクロクリマティックって言うんだけど、ミクロクリマって言って、なんかこう、局所で天気が違う、天気っていうか気候が違う場所ってあるじゃないですか。千葉ってなんかそんな感じじゃないですか。千葉広いしね。うん。だから房総の方でもさ、違うしさ、ね、普通になんか茨城寄りの方でも違うし、東京近い方でも違うし、みたいなね。うん。テスの母さん、こんばんは。寒いですね。どんな服羽織って編み物どんぷくどんぷくっていうの？どんぷく羽織って編み物しました。どんぷくって何どんぷくどんふくって何かしら？斑点みたいなやつなんだろう。ぜひともむねちゃんと言って動画撮ってください、チョコチロールさん。むねちゃんね、むねちゃんね、そうね、むねちゃんと動画もね、一緒に撮りたいんですけどね、なかなか2人の予定が合わなくて、最近ちょっと、ここ1ヶ月、この前電話したけどね、うん、電話して話したけど、1ヶ月ぐらい会ってないんじゃない？かわいい去年も、小林さん、かわいい去年も、かぼちゃん、午後は見ましたが、ろうそくかわいい。ろうそくめっちゃ小さくないですか？あ、ろうそくもうちっちゃいっちゃちっちゃいですよ。うん。ちっちゃいっちゃちっちゃいんですけど、そうね。うん。でもそんなにあれです。難しくはないです。はい。難しくないっていうか、細かい作業だからちょっとね、めんどくさいけど。そういえば、漬物屋さんできたのかな、やっぱり。あ、どうなんだろう、漬物屋さんね。カエルさん、寒くて雨の中、新そば祭りに行ってきたよ。あら、いいね。そばか。そば食べたいな。美味しいの。やえこさん、こんばんは。ほみきさん、すなみれさん、千葉県どこですか？千葉県どこってそんな細かいとこまで聞いちゃいかんよ。ね、うん。そう、場所によって全然違うよね。本当に。
ミクさん、メロン色ね、もう少し濃い色の方がかぼちゃ感あるかも。違う違う。この色はわざとなんですよ。うん。日本にあるかぼちゃとまた違う種類のかぼちゃで編んでます。うん。あの、この色のかぼちゃもね、ちょっと可愛いなと思って、そう。で、リアルに、緑にしちゃうと、本当にかぼちゃ感が出ちゃうんで、逆になんかちょっとこういう色で、なんつったらいいんだろう。なんつったらいいの、そのキャラクター感じゃないけどね。なんつったらいいんだろうね。そんな感じ。メロンっぽい。もう、まあ、売りだからね、結局ね。うん。そう。そう。斑点でいいの？うん。スナメリさん、そうそう、場所によって全然違う。違うよね。うん。ドン服、初めて来ましたよ。斑点みたいなやつなんか普通にイメージしてんだけど。普通のかぼちゃの色ってさ、どんな感じかな。こっちに売ってる、その濃い緑のかぼちゃっていうのももちろんあるんだけど、これどの辺の色なんだろう。これになんかちょっと、こうだよね、これ。でもリアルな色にしちゃうとなんかね、ちょっとね、私的にはね、ちょっと面白くないなと思うから、だったらちょっと外してね、色をね、こんな感じとかね。うん。これも近いかな、でもね。でもどっちかって言ったらこっちか。こんな感じか。いろいろあんのよ、色が。あとはむっちゃ外してこういう色とかね。いいんじゃないこれ。ね。あ、ごめん。こっちはね、あれだった。ブルー、いいんだいいんだ。グリーングレーだ。こっちはグリーンのグレーだ。普通にかぼちゃ、うん、この辺だよね。編むとしたらね、でもね。こっちがリアルだよね、割と。で、こう、なんていうの、黄色い糸で、ププ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 って入れたら、もうリアルなかぼちゃになるよね。そうするともうリアルすぎて。この辺が一番いいんだとは思うんだけどさ。そう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 。でわざと、この、なんつったらいいの、このメロン色みたいな、ちょっとグレーかかった、ね、ちょっと、なんだろう、干からびたような色。うん、違うか。違うか。そう、なんかちょっとね、ドンプグ、なまってドンプグ、斑点のこと。かよどーん、いらっしゃいませ。今年白っぽいミニかぼちゃ、粉雪姫、栽培しましたよ。なんか白っぽいかぼちゃもあるよね。私見たんだけど、なんか、白いかぼちゃもさ、なんかこういう、なんつうの、ひだじゃないけど、なんかこういうさ、薄っぺらいやつでさ、周りがちっちゃいこうなってて、なんか超可愛いかぼちゃがあって、なんかそれは見たことあるな、白いやつ、こっちで。うん。変なのと思って。変なのって。うん。メイで斑点ですねって。仙台ドンプクそうなんだ。わたいで斑点。斑点ってでもわたいくらか入ってない普通。うちが使ってたやつは入ってたよ。うん。入ってたよ、普通に。はい。で、これ2段目編んだら今度3段目。3段目でまた同じように6目のやつを編むのと同じように増やしていく感じですね。なので1個入れて2個入れたら1個普通に入れて、でまた1個これまたこの前みたいにやるこうやってね、うん、まあかぼちゃだから別にやんなくてもいいやと思ったんですけど、うん、1個、やんなくていいか、まあいいや、ここは入れちゃったからいいや。はい、間違えた。私なんか間違えてる。ごめん。普通に撮ってた。筋編みだわ。筋編みなんかおかしいと思って今。ごめんね。普通に入れてた。筋編み。このかぼちゃは筋編み。はい。はい。筋編みで、おかしいなって今一瞬思ったんだよね。そんなことさっきやらなかった。さっきじゃない、昨日か。これ編んだやつね。うん。筋編みだよ、筋編み。筋編みで入れていきますね。円を。はい。2つずつ増やして、急いでいこう、急いでいこうね。帽子まで行く。頑張って。帽子はでもね、本当に適当に編んでさ、メモってもいないからさ、あれ、何目で編んだかは覚えてるんだけど、どこで、増やしていったっけみたいな。増やした場所は結構適当。
でもいびつになってもそれはそれでまたなんかハロウィン用で味があっていいかなと思ってるからいいと思うんだけどね。別にそっくりそのまま同じのができなくてもねと思ってるんで、まあ適当できますよ。まあどんな感じで作るかっていうのが分かればねいいかと思うんで、はい。でここ引き抜いて、はい、引き抜いて、はい、3段目の増し目も普通に6段の時と一緒で1個入れたら次は2個。1個入れたら次は2個。はい。1個入れたら次は2個。1個入れたら次は2個。それで、これで何個になるの？何個になるの？8、24。24目。24目なんですけどね。24で次は32でしょ？じゃあ32にしよう。32でいこう。で、1個入れたから2個。2個。1個入れたら2個。はい。2個入れて、引き抜いて、はい。で、次、同じように、また、今度は1個、あ、1個、ここに2個入れよう。ここに2個入れたら、1、2とね、こんな感じで増やしていく。はい。伯爵かぼちゃ。何伯爵かぼちゃ。テスの母さん、隣県ですね。隣の県。ほう。つる首かぼちゃ植えていました。もう全然かぼちゃの種類とかわかんないんだけど、伯爵か、ググっていい？抱くっていい？何伯爵かぼちゃって何？全然わかんない、私、かぼちゃの種類。へえ、どんな伯爵かぼちゃ。おお、そう、そういう、こういう感じのイメージよ。こういう感じのイメージ。私が今日編むやつは。うん。伯爵かぼちゃ。まさに、そう、これよ。このイメージ。そう、これでございます。今日編んでんのは。ピンポンでございますね。伯爵かぼちゃっつんだ。これじゃちょっとメモってこうね。メモっとこう。伯爵かぼちゃ。で、つる首かぼちゃ。つる首かぼちゃ。つる、間違えた。つる首かぼちゃ。どんなつる首か、これね、これね。このイメージもありますよ、これね。うん。これヘチマみたいなやつね。そう。これもなんか見たいなと思ってて、これ来年にしようと思ってた。来年のことをもう考えてる。そう。もぴおかえり、ご苦労さんでございました。はい。島成さん、こんばんは。とわちゃん、ただいま、買ったよ。なんかね、あれだよ、あれ見たよ。インスタ見たよ。うん、見た見た。はい。そんな色のかぼちゃもあったよ。そう、そうなのよ。小林さん、去年知り合いの喫茶店にかぼちゃあげたら年中飾ってくださいましたよ。あ、そうなんだ。でも私もね、かぼちゃね、年中飾ってます。はい。可愛いんで、いつも、サロンにっていうか、なんつったらいいの、リビングにね、飾ってますよ。ずっと年がら年中。うん。なんか野菜とかいいじゃない？うん。で、私なんか、去年のだからさ、かぼちゃの動画見直したらなんか野菜をいろいろ編んでみたいと思ってるって言ってて、なんかその後一個も編んでねえよって話でね、もう行っただけでもう忘れちゃうみたいなね、もうね、行っただけで満足して終了みたいな、もうなんか編むよ。今年はとにかくトマトがひどかった。トマトがひどかったってか、ひどかったんじゃないよ。トマトむちゃくちゃ食べたからトマトをやろうかなとちょっと思ったんだけど、いやもう本当にね、でもね、トマトね、うちすごい取れたわけよね、今年の夏はね。むっちゃくちゃ取れたわけで、まあ昨日も最後のトマトっつってね、まだ取れてて、で昨日それでやっぱりすごい取れたからさ、ソースっていうか、なんつうの、なんつったらいいの、ピュレにして冷凍してあるわけ、いくらか。うん。
3袋ぐらい。いくらかって結構な量なんだけど。で、それで、昨日取ったやつもまた、なんていうのじゃあそれ使って、パスタでもしようか、なんて言って、昨日は、ピキャールね、ピキャールね、冷凍のお店のピキャールで買った、イカの、ゲソだわね、ゲソ。ゲソって言ったって、でっかいイカよ。ね。何イカだか知らないけど、足がこんなぶっといようなね。こんなイカの足よ。ね。これはぶつ切りになって、タコの足みたいなやつよ。うん。イカなんだけど、イカなんだけどタコの足みたいになってるやつね。それを買ってあったから、それと、あと、それをメインに、こう、パスタをね、やったわけですよ。ね。やっぱりね、自分家で作った、あれの、なんていうのトマトで作るソースってなんか美味しいんだよね、不思議と。なんかトマトの水煮缶とかもさ、うち常備だからさ、常にあるんだけど、全然違うんだよね、それと味が。やっぱり全然違うっていうか、気持ちの問題気持ちの問題なのかもしれないんだけど、全然違うんだよ、味が。めっちゃ美味しいんだわ。美味しかったわ。さっきも食べたよ、残りを。残りをね、お昼ご飯に食べたんだけど、ナナエルさん、ケンタッキー食べる人いいの？フランスにもケンタッキーあるよ。あるよ、ケンタッキーはあるんだけど、すんごい限られた場所にしかないんですよ、ケンタッキーって。で、パリの中でもね、パリ市内の中心部に1軒、で、パリのちょい、なんだろう、中心部に1軒かな。で、パリの割と外側っていうのかな、外側っていうか、パリのその、端っこね。端っこあたりに多分2軒3軒あると思うんだよね。こう、いろんなところにね。で、私がパリ市内で知ってる店舗は、1、2、3、4軒かな。中心部に1軒。で、端っこにこう3軒。ある。で、ケンタッキーはだから、知ってる人は知ってるけど、店舗数が少ないので知らない人も多分結構いるんじゃないかな。若い子は知ってると思うけど、で、うちの近所には実はあるんですよ、一軒。まあ、歩きでは行けなくもないか。こっからでも歩くと遠いね。ちょっと3キロぐらいは。なので、やっぱ車で行くような距離なんですけど、はい、24になったので、普通に編んできます。普通にね。普通にっていうのは、増し目なしってことね。はい。増し目なしで編んできます。これ手だけ動かしていかないとね、やっぱりね、進まないから。はいはい。はいはい。そう。で、うちの近所には3キロぐらいのところにあって、あとはいつもお買い物に行くエリアっていうのかな、IKEA とかあるエリアにもう1軒あって、だから割と近場に2軒あるんですよ、うちは。うん。そう。だから、ケンタ好きの人にはね、ありがたいなって。だから、うち割と行きますよ、ケンタ。うん。割とね、あれですよ。どっか買い物行った時とかに買って帰ろうとか、結構行きます。で、うちの家人も、ケンタは結構気に入ってるんで、最初知らなかったんじゃない多分。で、私がケンタあるからケンタ行こうっつって、何それみたいな感じで。一回と、フランスにあんまり知られてなくているんだけど、店舗数かなり少ないです。かなり少ないけど、これでもやっぱりいてます。なので、ちょっと待って、ケンタでしょ？そうね、パリ市内で私が知ってる店舗は4店舗。4店舗だと思います。だからもうちょっとあると思うんだ。知らないところにもきっとあると思うから。うん。で、全てのお店に行ったことあるわけじゃないけど、確か4店舗じゃない。3店舗か。3店舗、1軒私勘違いしてるかもしれないから、一応3店舗は確実。1店舗は不確か。でも、3つは確実に。うん。で、その全部に行ったかな。1軒だけ行ってないな。1軒はそこはなんかあんまり食べるようなとこじゃないから、私がいつも出没するようなところじゃないんで。で、これでね、しばらく、20、今、20、何今、私24名ってなってる？あれもう一回増やそうか。もう一回増やすんじゃなかったっけ？8、12、8、16、24、30、いいんだ、いいんだ。32だね。32だ。いいんだ、これで。1、2、3、4で増やしたんだから、4でしょ？四波32、32だ、いいんだね。いいんだね。はいはいはい。させん、させん。はい。32で増やしていきますよ。はい。はい、32だって40じゃちょっとねでかいんじゃないっていうかちょっと丸っぽい感じにちょっとこれはしたいね。あんまりなんつったらいいんだろう。ちょっと小さめでちょっと本当に少し長めにして潰す感じ。これどっちでやったっけもう適当にやってるから記憶がないんだよね私もね。
ね。雪化粧かぼちゃ、いいね。デミコさんちのトマトはプランターで育ててるんですか？そうっすよ。モンゴイカかなわかんないけどね。モッピー、ちゃっちゃとフロリダ、ニューヨーク行ってくる。いってらっしゃい。聖子さん、こんばんは、こんばんは、いらっしゃいませ。マリゲリーテさん、無難薬だからよ。そうか。浜さん、ただいまハロウィンっぽい真っ黒のフラペチーノ飲んで寒くなった私です。それ気温が下がってるところにフラペチーノ飲んだら寒いんじゃないやっぱり。うん。真っ黒何それ真っ黒のフラペチーノって何で真っ黒になってんのそれ。黒い色って何で黒くなってんのあれの。なんだろうね。うん。でもなんかあれだよね。なんかそういうのって例えば、ブラックベリーとか使ったらさ、ブラックベリーってまあ紫、濃い紫だけどさ、ね、ハロウィン的な感じは、イメージはあるから、ブラックベリーとかいいよね、でもね。そういうデザート系なんかはね。うん。これで、今、1段、2段、2段目だ。うん。2段編んだね。32目、32目で今2段編んでるから、2、全部で10段ぐらい編みたいんだ。うん。ちょっと待ってね。目印つけとこう。なんかほら、喋りながらやってっとほら、ね、通り過ぎて後でわけわかんなくなるから、1、2で、ここが最初の、ちょっとここで、ここにつけとこう。ここが最初の、やだ、やっぱり、こっち。でかいわ。でかいわ。細いやつつけろよって話だね。細いやつ、細いやつ。どこじゃ細いやつ。あれ細いやつがないんだけど、どういうことあれもう準備悪いから。細いのがないわ。もう、しまっちゃったちょっと。しまっちゃったんだったら出せばいいんだけど、すぐ出せるから出すんだけど、ちょっと待ってね。そうそう、忘れてた。これ、完成したわ。ね、完成したわ。ね、こう、紹介しようと思って横に置いといたらすっかり忘れして。これちゃんとファスナーつけて完成しましたよ。はい。完成しました。完成図。見せとかないとね、ちょっとね。うん。ね、ひっくり返すと。こんな感じで。画面いっぱいいっぱいだから見せるも何もないんだけどさ。はい。ボン。はい。これの、こんな感じのクッションカバーで、また別色をちょっともう一つ、また編もうと思ってるんですけど、クッションカバーばっかり編んでるね。うん。うちね、クッションいっぱいあんねや。うん。いっぱいあるから編みがいあるよね。本当にね。はい。ちょっと待って。ちょっと、細いやつ。なんかつけとかないとね、やっぱりちょっとあれだよね。つけといた方がいいよね。よし。よっ。はい。これをつけとこう。ね。1、2段。ちょっと待って。1、2、3、4。4波32。こっからだよね。こっから。はい。こっから32。32目。この細っこいのも出した方がね、いくらか。なんでこんなしまっちゃったんだろうね。あんまり使わないと思ってしまっちゃったかな。ね、ブツブツ言ってるけど。はい、さあせんで、はい、ライブです。ライブ。ライブ。竹炭なのか。そうか。なるほどね。スナメリさん、結構あるね、ケンタ。羨ましい。ケンタはね、日本だとでもどうだろう。日本もそんなにはない？マクドナルドみたいにはないよね、でもね、やっぱりね。うん。多分ね、日本でも。ケンタ、うち近所あるから、もうほんと、買い物行った帰りとかに、普通に、なんか何食べようか、お昼ご飯とかね、お腹空いた、何食べるって言った時に、ケンタ寄るか、つって、ケンタ寄れる位置にあるんで、そう、割と頻繁に。で、最近、あれなんですよ、うちは、ファストフードは、ケンタもいいんだけど、バーガーキングが戻ってきたんで、バーガーキングでマクドはもう何年も行ってないね。バーガーキングか、ケンタッキーですね。うん。昔はフランスのクイックっていうのがあって、でもそれがなくなったんで、で、なくなったところに、バーガーキングが戻ってきたって。バーガーキング昔あったんだけど、一回撤退してるんだよね、パリからね。うん、パリじゃねえや、フランスからね。でも戻ってきたの。で、バーガーキングの方がマクドよりいいからさ、そう。最近は、ハンバーガーっつったらバーガーキングですね。で、バーガーキングもうち近所に2軒
公道範囲内、お買い物行ったりするところの公道範囲内に2軒あるから問題なく行けるし、ね、マクドはもっとあるんですけど、もう一番近いファストフードはもちろんマクドナルドなんですけど、マクドはもうだからね、何年も行ってないですよ。うん。何年も行ってないです。うん。セブンイレブンありますか？おでんは売ってますか？そんなセブンイレブンがあっておでん売ってたらもうあれだよね。間違いなく買いに行くよね。うん。ね。パリにさ、セブンイレブンとかあってさ、おでん売ってたら、まあパリに行くたんびにちょっと買っちゃうかもしれないよね。ちゅうか、パリに行った時のお昼ご飯とかなんかセブンイレブンでいいやってなるわ。うん、多分なる。うん。いや、セブンイレブンあったらね、おでんね、いいよね、この時期。いや、でもマジこの前、だから昨日、一昨日だっけ一昨日パリに行ってる時に、今日何曜日よ日曜日でしょあ、じゃあ一昨日だね。パリ行ってる時に、まずね、たい焼きっていうのが目に入ったわけ。たい焼きって、まあ言ったら場所が限定されちゃうからあれなんですけど、そこら辺にいたわけですよ。ね。たい焼きって思って、で、何これってよく見たらなんて書いてあったっけたい焼きの後に目についたの、たこ焼きってそこに書いてあって、たこ焼き何これ日本人がやってるお店なのかなってちょっとわかんないんですけど、多分そうだと思うんだけど、でそしたらたこ焼き焼きそばもあったかな。でよーく見たらね、おでんって書いてあったのよ。おでんって書いてあったわけ。おでんもあるのと思って一瞬そこでご飯食べたいなって思ったんですけど、一瞬思ったんですけど、ちょっと待ってと思って、いやいやいや、ちょっと待ってって言って、そうそうそう、ちょっと我慢して、その後ちょっと約束っていうか、ちょっと用事があったんで、でも今ここ行けないとか思って。そう。ね、今度でもね、ちょっと行ってみるわ。ね。行ってみるよ、今度。ね。うん。行ってみようと思う。お持ち帰りも多分 OK な雰囲気だったからね。お持ち帰りもできそうだしね。おでんお持ち帰りできたらいいよね、あれね。店舗で食べないでね。あったかいの作って。まあでも冷めても家でチンすればいいから。なるほど、お持ち帰りしたいな、おでんって。ちゃんと思っちゃったよ。あったよ、そんな店が。ね。うん。ポチッとするの忘れてましたが、今ポチッとしましたよ。皆さんポチッとしましたね。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。ハマさん、真っ黒のスタバのお姉さんに聞いたよ。竹炭なんですって、最初期間でイカスミって聞き直した。聞き返したわ。で、竹炭だったらね、ありえるんじゃない？竹炭使ってるよね、黒いやつってね。イカスミだったらイカスミって風にしないと、ちょっとね、イカスミのちょっと匂いがあるじゃない？うん。うん。ポチした。ありがとうございます。マリゲディータさん、この夏、毒ダミチンキ作った人いらっしゃいますか？いるんですかね？毒ダミチンキって。毒ダミチンキって毒ダミのヨードチンキみたいなやつ？毒ダミチンキって何ですか？怪我に効くの？勝手に想像していくと。まあ、毒ダミはまあ薬草の一種とも言いますからね。あれね、煎じて飲んだりするから、なんかちょっと体には良さげだけど、ね、いろいろ加工したり乾燥させたりしたら毒ダミ臭さなくなるからね、毒ダミはね。私は別に毒ダミは毒ダミの匂いがするぜって思うけど、それほどなんか臭いと思わないっていうか、我が家いっぱい毒ダミあったんで子供の時ね、立て直してからは全然なくなっちゃったけど、もちろんね、そういうのが生えないようになってるからね、砂利敷いたりなんかしちゃうからさね。もうほんと昔の家はもう毒ダミばっかりでしたよ。毒ダミいっぱいあったよ。あれね、どんどん増えるから。ね、上でこう切っても全部根っこで増えていくから。ね。あれ駆逐できないんだよな、毒ダミって。なかなか。スミレと同じで。スミレもそう。あっちこっちに咲いてたわ。ね。あっちこっちに出てくるから、スミレと。意外と増えんだよね、スミレ普通に。毒ダミもすごいとにかくだからなんかこう玄関のところにガーッとなんていうの、玄関入って左側に物置があったんだけど、その物置の前がさ毒ダミの毒ダミ場みたいな感じになってて、いや別にあれですよ、別に今ダジャレじゃないんですけど、本当にね毒ダミ場になってて、毒ダミ一面毒ダミみたいな。でそれでなんつうの、物置に行くところにこうなんつうの、こうブロックみたいにさ、なんかコンクリのなんつうの置いてあったの。こう足で3つぐらい置いてあったのかな。側溝の蓋みたいなやつが置いてあったわけ、昔のね。でそれでそこを歩くようになってたんだけど、そこは入らないんだけど、ほっとくと
その土のところに全部ドクダミが入るぐらいの勢いでドクダミがわっさわっさしてて、でそれまあ時期が来るとこうやってカットしてねやっぱ取るんだけど、そうすると平気なんだけど、ほっとくともう超増えるドクダミは、うん、本当に。ああ、はい、完成おめでとう、ありがとうございます。はい、ずいぶん私遅れてんね。うん。ファーストフードない。つながりさん近くにファーストフードない。バーガーキング好き。バーガーキング美味しいよね。うん。ハニーレモンさん、主人がプランターでミニトマト、ピーマン、ナスなど作ってくれました。ゴーヤーとキュウリもとっても美味しくありがたかったです。まだなってますね。結構なるよね。時期長いよね。夏野菜でも結構このぐらいまで普通になるからね。うん。セブンのおでん買ってくるわ。いいね。カエルさん。アルゲデさん、アルコールに浸したものよ。アルコールに浸したものがドクダミチンキなんだ。へえ。ドクダミ化粧水にしたりするよね、CF さん。あ、本当。へえ。地に効きそう、熊助さん。そうなの？ドクダミチンキ、今年なんだけど作って常備してる。へえ。ドクダミチンキ、数年前に作りました。ミスターサリナに聞きました。へえ。いろんなのに効くの？やっぱり。そうなんだ。ドクダミチンキ、よく聞いた。ドクダミのドクダンバとは。ね。いや、でもさ、ドクダミチンキってそんなにみんな作ってんの？近くに生えてないの、スナビルさん。うち庭にもうむっちゃくちゃあったからね。小林さん、ドクダミに植えてあるとヘビが来ないとか。ヘビ来ないのかな？うちの庭でヘビ見たこと、そういえばあんまりないね。絶対ないわけじゃないけど。ピカイさん、コロナ禍の時セブンにおでんなかったんだよ。なんだろうね。でもセブンのおでんもなんか結構さ、言ったら不衛生っていうからね、あれは結構ね、実は。実は不衛生なセブンのおでんっていう話だからね。で、やっぱり、なんていうの、こうやってオープンな感じで売ってるから、ああいう、なんていうのかな、コロナの時期だったりとかすると、やっぱり何気に、あれじゃないの、不衛生っていう感じになるからね、食べ物むき出しで売ってるわけだからさ。うん。だからやめたんじゃないやっぱり、その間は。うん。ね。いやでもおでんはね、いいよ。うちのね、家人がね、まだあれですよ。私が横浜に住んでる頃ですよ。ね、遊びに来た時に、鎌倉行ったのかな。そうだね。鎌倉に2人で遊びに行って、そしたらおでん屋があって、ね、おでん屋っていうかおでん売ってるところがあって、まあおでん屋っつってもいいか。ね、おでん屋だわ。ね、ほえで、ね、ポカポカの小春日和。あれは秋だったから小春日和なんですけど、ね、ポカポカした中で、おでん食べましたわ。二人で。そしたらね、初めてだったんですよ。うちの家人がおでん食べるのがね。うん。言ったらね、なんか気に入っちゃって。うん。そう。気に入っちゃって。ね。だからうちもなんかでおでんとか、たまにね、やるんですよ。やっぱりうちもおでんね。うん。やるんです。で、正月とかに結構、なんていうのかな、鍋代わりのおでんみたいな感じで。おでんを鍋に入れるかどうかっていうのはちょっと微妙な感じで、私的にはおでんって鍋に入らないんですけど、好きな鍋料理っていうとこ見るとランキングにおでん入ってたりするんで、ああ、あれ鍋料理認識なんだって思うんだけど、うん。私にとってはおでんは鍋じゃないんだけれども、まあでもまあ鍋っていうことで、鍋代わりでおでんをすることがあるんですね。うちね、我が家ね。でね、あれじゃないですか。いろいろないじゃないですか、こっちって。まあ、物はありますよ。日系のお店行けばおでんの具材を売ってるんで、そういうのは買えるんですけど、でも、ほら、味付けとかどうしようっていう話でね、そうするとさ、一からさ、作るわけじゃないですか。まあ、皆さんそうしてると思うんですけれども、で、そうすると、例えばね、めんつゆ使って作る人とかもまあもちろんいると思うんですけど、私、めんつゆ使わないで普通で自分でおでんの、だしっていうかね、おでんのだし取るわけですよ。ね。で、それでおでん作った時に、今まで何回かおでん作ってるんですけど、一回だけなんですよ。一回だけ自分の中でね、これはうまいわっていうおでんができたんで、一回だけなんですよ。それ以外はまあ普通にうまいわって。で、なんかその一回のこれはうまいわってなったおでんがなんでかっていうと、母親の味にそっくりだったんです。やっぱ母の味だよねっていう感じになっちゃって、いやー、そうか、だからかって、やっぱり私の求めてるおでんの味ってあの味なんだなみたいな、そういう感じで、初めてその時に、だってさ、ね、母ちゃんの作ってるおでんの味なんてレシピなんてないわけですよね。適当なわけですよね。でも母ちゃんのおでんの味っていつも一緒なわけですよね。ほいで、ほいだら自分が作ってみて、これはうまいわって気がついた時に、これ母ちゃんの味じゃんっていうさ、母ちゃんの味がやっぱ一番なんだなとちょっと思いましたね。うん。というわけで最近作ってませんが、今度また作るか、じゃあね。今度の正月またおでんにしようかな。うん。ね、最近やってないから。そうだよ。だって去年もだって引っ越したすぐだったから何もやってないんだ。去年とか今年の頭ね。うん、そう、そう、そう、しよう。おでんしよう。うん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 。おでんしよ
猫がネズミ持ち帰った。猫がネズミ持ち帰った。何どうしたのくーちゃん。毒ダミチンキにグリセリン2、3滴加えて使うとよりそういいよ。なんか、グリセリン2、3滴加えて使うと、なんかあれだね。なんかちょっと、こう、お肌とかにも使えそうだね。なんかね。普通にね。くーちゃん、くーちゃん、くーちゃんで。はい。くーちゃん、くーちゃんさん忘れた。ごめんなさい。なんだ、なんか忘れたのうーんくーちゃんで、それどころじゃないけど、どうしたありがとう、くーちゃん。ちょっとわかんないけど、まあいいや。まあいいや。おでんにロールキャベツを入れるとより美味しい。そうなんだ。ロールキャベツ。ロールキャベツも好きだよ、私。そうなのでもロールキャベツ。そっか、ロールキャベツはでも私もやったよ。こっちで。やってる、やってる。うん。頑張って捕まえて。母の味が一番よね、わかるわ。全国おでん巡りしたいです。私は東京なのでちくわぶ必須。わかるわかる。ちくわぶね。ちくわぶ売ってたかな、こっちに。ちくわぶ売ってたかな。あ、くーちゃん、猫がネズミ持ち帰ったって、あれか。今、猫がネズミ持ち帰ってきたってことか。リアルタイムで。うちもありましたよ。得意げに持ってくんだよね、あれね。見て、取ってきたよ、見て。って言って、得意げに満面の笑みじゃないけども。そうだ、私ちょっとね、長めに編むことに関してですね、ちょっとね、今ね、ちょっと待ってね。この段をね、どうしようかな。ちょっと、いいや、そのまま行こう。あんまりな、下手なことしなくてもいいや。なんかね、ちょっとね、太めにしようかなって一瞬思ったんだけど、いいや。このまま行きます。はい、このまま行きます。今、なんだ、あんだ ?1、2、3、4、5、6、7。あと、だからここの段合わせてあと4段ぐらい編もうと思います。はい。どんな形になるかちょっとね、わかんないんですけど、ちょっとね、高さのあるやつをね、ちょっと作りたいなと思いまして。はい。メロンみたいだね。割と丸型に近くなるかもしれないしね。わかんないけど。まあちょっとそんな感じでね、これは作るんでね。なんか喋りながら、ちょっと、ちゃんと進めていかないとね、帽子までたどり着けないんで。ね。帽子、何色で編もうか、帽子。ね。帽子。にゃんこがさ、ネズミを持って帰ってくるのってのはさ、もう獲物捕まえたから嬉しくってさ、ね、店に来るじゃないですか。ね。で、それでさ、バスって置いてさ、で、それでさ、ちょちょちょってつついて、ね、ちょちょちょってつついて、ほいでまたネズミが動くとまたパシッて捕まえてっていう、それを繰り返しましたよ、うちの我が家の猫は。そうやって遊んでました。はい。うん。でも食べたりはしなかったですよ。うん。で、それでネズミが疲れて、ヒューって動かなくなって、動かなくなったと思ってしばらく見てて。で、またネズミがチロッチロッと元気を取り戻して動きそうになるとパシッとかってやってもうそれの繰り返し。で、最終的にはおそらく、お亡くなりになるか逃げるか分かりませんが、我が家の猫がそれを食べてるっていうのはないですね。見たことないですね。いつもいろいろなとこから、たまにね、取ってきてましたけど、食べてるのは見たことないね。むしろあれですね、ガとか、そういうやつの方むしゃむしゃ食べてましたけど、バシーンってやって、砂利ついて、バシーンってやって落ちてきたガとかをなんか加えてたりとか、むしゃむしゃってやってるのは見たことある、何回か。ガ食べてたよ、むしゃむしゃ。やめてーって感じだったんですけど、やめて出して口から出していや、気持ち悪いやだみたいなね、私ガ嫌いなんでね。そう、むしゃむしゃしてました、ガを。やめてっていう感じ、本当に。意外となんかそういうの食べちゃうっていうか、パクッつって虫食べちゃう。今回お亡くなりになっているので今処理もしました。そうなんだ。お亡くなりになってたんだ。そっか。一回生きてるのを掘ってくれて3日間滞在しました。本当に。ねえ、そうだよね。やっぱり遊ぶためっていうか、本能ですからね、狩りの修行じゃないですけれども、ね、そんな感じでちょちょいってやって遊んでっていう、なんかね、本能的になんか遊び相手としてこうね、やるんで、そんなに直接的にガッと捕まえた時に、ね、
殺すっちゅうことはね、ないと思いますけど。うん。ね。お疲れ様でした。はい。猫にいたぶられるネズミ、そりゃ拷問だ。もう猫にいたぶられるネズミ。でもリアルで本当にそうだから笑えるんだよね。うん。まあでもネズミもね、大概だからね。昔のね、我が家はね、あれなんですよ。我が実家はですね、天井裏にネズミが住み着くことがたまにありましてですね、まあ夜になるとすごいんですよ、運動会がまた。運動会走ってるみたいな、ダダ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 っていう、そう。結構ね、うるさかったですね。うん。で、その時期よく猫はね、あの、猫いるとネズミ住み着かないって言うんだけど、まあ、うち普通に住み着いてましたよ。うん。で、それでたまにネズミ取ってくるみたいな。うん。猫いらずとかもね、仕掛けたりしてましたよ。うん。で、それでいつかまたいなくなるんですよね。うん。いつかいなくなって、おう、いなくなった。で、しばらく油断すると何年後かにまたネズミがこう戻ってくるっていうね。なんかたまにありましたね、そういうのがね。うん。でも大体猫いらず置いたらね、猫いるのにね、猫いらず置いてるっていう不思議なあれですけど。で、猫いらず置いとけば、まあ、そのうちいなくなるんで、うん。結構散らばってたりとか、こう置いとくとね、するんで、あ、食ってるみたいなね。でもあれ猫いらず、猫が食うとやばいからね。うん。猫いらずってそっちかよ、みたいな。猫いらず猫食うとあれだからダメだからね。うん。危ないんですけど、気をつけないと。うちも昔やられた得意げなのが可愛くて何も言えなかったわ。面白いよね、本当に。パッパッパッパってさ、タッタッタッタって勢いよとさ、走ってくかなんだと思ったら口なんか食われてんなと思うと、タッタッタッタって来て、で、プッて持ってきて、飼い主の目見るんだよね、こうやって。んって加えたまんま。で、それで、目見て、なんじゃっつって、そしたらパフって目の前に置いて、飼い主の顔見るんだよね。うん。分かった分かったって。分かった、偉い。頑張ったね。頑張ったね。偉いね。って言って。そしたら遊び出すって庭でね。うん。そういう感じでしたよ。必ず店に来てね。うん。店に来て、飼い主の顔見るんだよね。加えたまんまとか、パスッと置いた後とか。あれ、分かったよって話じゃなんか、報告ご苦労様みたいな。うん。あんな可愛いよね、あの猫ね。うん。本当に得意げに。カメムシをガブってって、そうなんだよ。ああいうのね、食べてたでしょ。コオロギも食べちゃう。で、口からこう足が出てたりするとキャーって感じだよね。意外と食べちゃうよね、昆虫系ね。うん。そう、うちもガー食べてたよってね。ほんとチョコチロルさん、そう。ね、カメムシ勘弁だよね。うん。カメムシは勘弁だよね。うちの猫はトカゲや鳩捕まえてきた。鳩はすごいね。トカゲはあるよ。うん。トカゲはあるある。うん。でもトカゲはほら尻尾切っちゃうからね、なかなか大変だよね。捕まえるのもね。だってこうやって尻尾じゃん。こうやって大体猫が押さえるのって。尻尾押さえてブッてやられて逃げられちゃう。で、尻尾がうんねしてすこうやって遊んでるとか。うん。そんなにしょっちゅうではないけど、うん。あったよ。それも見た。なんで遊んでるんだろうって。でも動いてるからなんだろうって思ったら、そのトカゲの尻尾でこうやって遊んでたの一回だけ見たことある。やだもうと思ってまだ尻尾が入ってうねうねしてる時。うん。やだもう。うん。ゆきみさん、うちは犬ですが、ネズミの尻尾加えてたの私が素手で取ったら周りにドン引きされました。ネズミの尻尾を加えてた。尻尾だけ。ネズミの尻尾だけ。尻尾だけ。トカゲみたいの違くって。そうじゃなくて。ネズミを尻尾から加えてたってことかしら。それともネズミの尻尾だけを加えてたのかしら。えらい違いだよね、それね。くーちゃんさん、うちもボロ屋で猫がいなくなるとすぐ入り込み、屋根裏で五輪中のネズミ、天井からあ、ハエの幼虫が落ちてきた。恐怖でしかなかったわ。天井からハエの幼虫って、それはウジってやつでしょ。ウジっていうやつ。天井裏で五輪中はやめてほしいよね、やっぱりね。うん。まあでもうちはそういうので天井から降ってきたことはないんだけれど、とにかくネズミ出たらもう速攻退治するしかないよね。じゃないとほらね、本当に困っちゃうからね。うん。糞だらけだろうしね。こんなんね。天井裏だから糞だらけだよね、きっとね。そういうお家って。うん。だって
本当にさ、あれだもんね、うちのばあちゃんちなんかもそうだったけどさ、人が住まなくなると、ネズミってやっぱり出てくるじゃない？普通の家の中にもさ。うん。んで、もうだからなんだろう、たまにお掃除にしに行ったりするとネズミの糞がすごかったね。最初の1年ぐらい。その後は食べ物なくなるんで、ネズミも居つかなくなるんですよね。最初はいるんですよ、ネズミ。で、それで、部屋に出てきて、ね、糞してさ、あちこちね。で、それきれいにしてって、毎回掃除してて、それをね、多分ね、1年、2年、3年目にはもうなくなったかな、あんまり。うん、そんぐらいになるともう本当に人も住んでなくて逆に何て言うんだろう、食べ物みたいなものも全くなくなっちゃうんで、逆にネズミ来なくなるんですよ、やっぱり。うん、食べるものなくて。なんかその後はそんなに糞だらけってこともないっていう。とにかく最初の1年目がすっごいひどい。空き家になると。うん。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。あ、10段あんだ。10段あんだので、じゃあ次は減らしていくね。今30、32ってことは8、32、8、32。はい。1、2、3、4で減らす。はい。で、1、2、3、4で減らす。はい。こんな感じでね。一目ずつ。1、2、3、4、2後期っていうの、3後期っていうの、私これ何後期っていうのがよくわかんないんだけど、1個飛ばし1後期で、こうだから、2後期でいいのか。1、待って。1、2と編んだら、3、4。はい。これで、10、違う、24目か。固まっちゃった今。24目に減らしてくるね。あ、間違えた間違えた。1、2、3、4。今回は縦のこう潰す、その筋を入れるのをちょっと緩めにする感じでね、いこうかな。うまくできるかわかんないんですけど、あれもう一つ大きくてもよかったかもね。まあいっか。まあいいや。はい。お友達んち。ちょっと待って。戻る。えーっと、しばらく猫抱けない。カエルさん。カメムシはちょっとね、無理だね。しばらく抱けないね。舐めないでって感じだよね。来ないで。うん。本体も出しました。ん本体も出しました。あ、そうなの。本体も尻尾くわえてたので、私ですね。何本体が口の中に入ってたってこと？本体が口の中に入ってたってことかな。で、ネズミの尻尾がピローンと口から出てきたって感じいう感じかな。お友達ん家の実家、空き家にネズミで退治したのは、空き家にはもういるよ。最初1年、2年ぐらいの空き家だったら。3年目ぐらいまではまだいるかもしれない。ね。何の食べ物もなくなると、で、食べ物残したまんまとかだったら、まだいるかもしれないけど、でも、うちのばあちゃん家はもう3年目ぐらいにはいなくなってたよ。もう来なくなった。ないから、何も。本当に何もない。うん。うちは犬もいますが、雲とか見て匂いを嗅いでました。ね、くん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 。そうだよね、匂い嗅ぐよね。犬ってなんだっけ？人間の何倍鼻が効くの？ 1 億倍とかいうのも聞いたことあるような気がするけど。どんぐらい鼻効くの？すごいよね。七色さん、超音波の機械仕掛けてきたようなピーってやつ？ピーってやつ？ネズミ臭いよ。ネズミ臭いかね？臭いかな。ハルリンさん、うちは家から出ないから仲間の猫さん見ても帰ってくるしか、うちは家から出ないから仲間の猫さん見ても帰ってくるしからすもき、帰ってくるし、カラスも嫌いで家に書き込んでくる男の子なのに笑える。まあ、そういう子もね、そういうことも、いるよ。チキンな猫ね。いる。今更だけど、そのかぼちゃの色いいね。デミコさんって感じする。ありがとうございます。スナメリさん。そうなんだ。うちの田舎の空き家にネズミが巣作って片付けるの大変だった。その後、田舎に行ってもそこには寝れなくなった。まあネズミもね、
そこに巣作って増えちゃうと本当大変だけどね。うちのばあちゃんちは本当に3年目、4年目ぐらいにはもういなくなってたよ。うん。そうです。犬にしっかりと流水で手と犬の口洗いました。だよね。人間には超音波聞こえないの。そうなんだ。まあ超音波だからね。なんかあれだよ。こっちのね、やつはね、ネズミ退治のやつは、ピーって音がするんだよ。ピー、ピーって定期的に。勘弁してって感じ。うん。まあ、うちはつけてないけど、つけてるところがあって、常にその音がね、遠くから聞こえてんの。その建物につけてて。なんでこんな音出してんのと思って。ね、超音波なら聞こえない音でいいじゃんって思うんだけど、なぜか聞こえる音がするっていうね、すっごい嫌だった。そこ。うん。まあ、前の職場の事務所だったんだけどさ。その建物についてんのよ、ネズミよけの超音波が。音出てんねそれで。何が超音波だって音波じゃんって話だよね。うん。小林さん、昔一軒家に住んでいた頃、2階にネズミ捕り粘着性のものを置いたら私が踏んでしまい大変でした。あれ大変だよね、あれね。あれくっついたら大変だよね。うちもさ、よく仕掛けてたけどさ、店にね、仕掛けるわけですよ。やっぱりネズミが来られると困るんで。うちの、店にはさ、住み着いてはいないんだけど、やっぱり通るから。で、近所の店とかにはいたりするからね。で、うちはすごい綺麗にしてたんで、ネズミの巣もなかったし、ただ、ネズミ自体は街中にいるんで避けらんないんですよ、やっぱり。だからネズミ捕りをね、仕掛けるんです。で、クラシックなバチンっていうやつとかさ、あとこの粘着のね、このビューンってあれね、日本製が一番効くんだけど、やっぱり日本からわざわざ持ってきたりとかしてね、日本製のがやっぱりすごい効くんだけど、であれをさ、仕掛けておくとさ、ネズミって時々引っかかるわけですよ、やっぱり。ね、バチーンってやつもさ、粘着性のやつもさ、ね、見たことある人は見たことあると思うんですけれども、あそこに引っかかったネズミの悲惨なこと、悲惨なこと。まあ、詳しくは言いませんけれども、ね、仕掛けて、その状態を見たことある人、悲惨だよね、あれね。うん。バチーンも。寝ちゃってくっついたのも。うん。壮絶な、なんて言ったらいいのかな、抵抗をしたんだろうなっていう粘着のやつはね。で、バチンのやつはもう一発ですから。ね。一発ですから、悲惨は悲惨ですよね。相当強いんで。粘着のやつはね、もう苦しんだんだろうなってそういう感じよ。そういう感じよ。ちなみに、また二股川の、ご苦労様です。はい。会社のお菓子がなくなる騒動で、犯人はネズミだった。なるほどね。それはあり得るね。はい。じゃあ、これまた次、減らしていきます。で、次は1で、1、2で減らして、16目に減らしていく。1、1、2で16目に減らす。はい。1、2、1、1、2、1、1、2、1、1、2。私も粘着の、スナメリさん、私も粘着のネズミ捕りにかかった見たことある。ちょっとかわいそうだ。ちょっとかわいそうだよね、あれね。かわいそう。苦しんだんだろうな。っていう痕跡がね、残ってるんでうん。で、捕まったばっかりの、やつもね、あるよ。私がなんか店に残ってた時に、チッ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 って音がするから、もしかしたらって引っかかったかなって思ってみたら、引っかかったばっかで、バッタ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 。だからもうその苦しむ状況も実は見たことあるんですけど、どうにもできないじゃないですか。だって捕まえるためにさ、やってるしさ。ね。はい。で、これで、ちょっとまた、で捕まえるためにやってるし、そういう時に、だからあらどうしましょうって情けをかけるわけにもいかないじゃないですか。最後は、8名に減らしていきますね。ね。で、それでチッ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 って言ってくからさ、捕まったなと思って。ね、バチンってやつはもう一発ですから、もうチッチも言うこともなく、天に召させるわけですけども、粘着のやつはね、結構生きてんですよ、あれ。うん。あれにくっついたばっかの時は生きてるからね、あれね。ゴキブリホイホイと一緒ですから。ゴキブリホイホイもさ、だってさ、
ゴキブリ捕まった後にさ、捕まったかなって覗くとさ、こうやってゴキブリもさ、ベターってくっついててさ、私はもうジーは大っ嫌いだからあれなんですけれども、こうやってまた触覚がこうやって動いてたりするじゃない、ゴッキーも。捕まりながら。あれと同じなわけですよ。あれと同じ状態なわけです。ネズミも。粘着のやつに捕まると。その状態をね、見ながら、あら、どうしましょうと思って。で、その時に、しょうがないから、ね、私、触れないな、怖いな、嫌だな、と思って、怖いっていうか、かわいそうだな、と思って、いや、別にいいんだけども、それではうちのあれがね、シェフがね、しょうがないなって、これをこのまま置いといて、苦しむのをここで見てるわけにもいかないしっていうんで、まあ、そのまま袋に詰めてゴミ箱にしてました。そうするしかないもんだって。うん。しょうがないから。そのまんま、もう、まだ命のある、ネズミさんでしたけど、申し訳ないけれども、そのまま袋詰めして、通りのね、店のじゃなくてね、通りのゴミ箱に捨てました。許せ。いう感じですけどね。はい。はい。じゃあこんな感じで、ちょっと一応かぼちゃの本体ができました。変な形ってなるけど、いいね。大丈夫なのよ、これが。大丈夫なの。ですね。これ綿入れましょう。ね。綿入れて。どこだ、あったあったあった。はい。はい。ウータン、最初はスズメバチも粘着などでやられてるね。なんか、もがいてるのがかわいそうな気もするし、ちょっと笑えるんだけど、まあ、ちょっとね、もがいてるの見るとね、笑えるっちゅうか、かわいそうだなっていう気もなんかしてくるような気はしないでもないけど、でも害獣だからしゃあないね。街中とか特にスズメバチなんちゅうのはほんと危険だしさ。フランスにもいるんですよね、スズメバチってね。で、まあ、ちっちゃいスズメバチがまあ結構そこら辺に結構いたりするんだけどね、スズメバチの仲間のちっちゃいやつ、ミツバチサイズのスズメバチみたいにちっこいやつがいて結構ね、でそういう例にやられると結構に大変らしいんだけれども、まあ私は刺されたことまだ一度もないからいいんですけど、まあミツバチと一緒にね、もうその辺うじゃ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 飛んでますわね。すごいっすよ、すごい。もうそいつが来ると怖くてしょうがないんだけどね。蜂は怖いんだね、私ね。蜂は怖い。基本飛ぶもの怖いからさ、飛ぶものは怖いんですよ、私。蜂怖くて、でなんつうの、蜂が怖いっていうのはもう刺されるからだよね、要はね。だからね、刺されるから怖いんだけど、見た目は別に怖くもなんともないんだけどもさ、刺すのが嫌だからね、やっぱ怖いよね、蜂はね。もうほんと怖い。逃げちゃう、ついつい。なんか蜂に好かれやすいのか、私結構追いかけられるんだけどね。なぜかどっかのホテル、そっか、オーベルニュじゃない、オーベルに行った時だ。うちの旦那とさ、ホテルの朝食取ってたわけですよね、ホテルでね、朝食取ってたら、ね、入ってきて、夏だから、まあ結構いるわけですよね、夏過ぎぐらいか。ね、結構いるわけ。ちょっとね、少なめな感じでいいと思う。あんまり入ってなくていいと思う。パンパンにパツパツには入れない感じでね、かぼちゃね、かぼちゃの話です。で、それで行ってた時に朝、まあまあまあその朝食食べるそのレストランあるじゃないですか。レストランがちょっとね、なんつったらいいんだろう、まあ開放してたわけですよね、窓をね。もうちょっと出した方がいいや。でそしたらですね、蜂が入ってきましてね。で他にお客いるんですよ。でうちの家事になっているわけです。私だけじゃなくて、なぜか私のところに来るんだわ、蜂が。わかんないけど、私の黒髪に惹かれるのか、なぜか私の頭にまとわりつくっていうかね、そんな感じでびっくりして、いやーと思ったんだけど、でちょいつい私もね、とかねなっちゃって、これ長めにね、これね、この筋をつける分あるんでね、これちょっと最低限でも123回4週、ちょっと12345週分ぐらいあれば大丈夫かと思うんですけど、はい。でそれでギャーとなって、でなぜか私のところに寄ってくるって、私が逃げても、だから私についてくんだったらついてこいっつって一回こうね、それを引き連れて、でテラスがあったんで、そのレストランから続きのね、でそれで出てって外じゃないですか。ほら外出てった、よし、
どっか行けって言って、そしたらふーって一回離れたから、よしよしよしっつって、あのー店っていうかそのレストランの中に戻ってったわけですよ。で、こう見ててね、あ、寄ってこない寄ってこないと思ったら、また私が、席に着いて落ち着いたら、また戻ってきようって、また私んとこ来るんですよ。なんで私んとこに来んだよって話で。なんかね、蜂にまとわりつかれるよね、私ね。どうしてなんだろう。はい。これは一応普通に閉じますね。閉じます。はい。喋りながら編みながら。ね。まあ一回閉じるんですが、まあそんなにがっつり閉じなくても大丈夫です。で、そしたら私の閉じ方なんです。綺麗に閉じる方法。ね。こう、一つ一つ、こう、半目でいいですけど、今回の場合はね、半目でこうやって一目一目引っ掛けます。順々に。こんぐらいはちって。蜂怖いんだけどね、寄ってこられちゃうからね。これ一目一目ね、これ引っ掛けて。一目一目。こう半目。今回は半目で引っ掛けてます。綺麗に締める方法ね。はい。で、一周させたら、引っ張るだけです。はい。はい。綺麗に閉じた。これで綺麗に閉じられるんで、こう適当にこうあちこちこう引っ掛けるんじゃなくて、一目一目拾ってキュッて普通に締めた方が全然綺麗に締まります。はい。これワンポイントでございますね。はい。で、そしたらこの真ん中からぐさっと刺して上に出してくる。あ、違うよ。逆。先に通すんだ。これもういらない。はい。で、そしたらまず、この立ち上がりのところね。立ち上がりのところのすぐ脇に私は拾っていきます。まず。どっちがでもいいですけど、右左。どっちでもいいんですけど。で、この筋編みの筋を拾っていきます。だから筋編みになってるんですって話だよね。うん。黒に寄ってくんのやっぱり。蜂って。蚊とか、蚊はどっちだっけ？蚊も黒？ちょっとコメント戻ろうか。うん。小林さん、現在はマンションなのでネズミいませんが、ゴキブリがドアにベタッと飛んできましたが、ゴキブリが飛んでくるとは知りません。飛んでくるよ。むっちゃ飛んでくるよ、ゴキブリ。ゴキブリすごい飛ぶよ。だから怖いんだもん、ゴキブリって。ゴキブリってさ、すごい早いじゃん、動きが。G はさ。動きがカサカサカサっていくけど、飛ぶんだよ、あれ。すんごい。ほんと普通に飛んでくる。学校とかにもいてさ、高校の時にさ、5階の部屋にさ、飛んできやがった。ベランダに。うん。びっくりした、あの時は。なんか飛んできたって言ったらゴキブリだった。うん。かわいそうだよね、粘着はね。ほんと、G の方法は絶対無理です。新聞紙でバーンもできません。もう私だから一人暮らしの時困っちゃってさ、すっごいゴキブリ出たからそこ古くって建物が。もうホイホイをもう3連チャンで並べて、もう絶対部屋に出てこれないように、もう隙間にも並べて、で、ちょっと出てきそうな台所下なんかを3連チャンで並べてたからね。すごい一面びっしりゴッキーですよ。怖いったらね、すごかったんだよ。G には食器用の洗剤でコロリだよ。うん、そう、食器用の洗剤行く。大丈夫。うん、オッケー。うん、いけるいける。そう。あとは、油物もね、ダメだよね。油だから油の中に落ちるとダメだよ。うん。そう、向かってくんの、そうそう、G は。そう。そう。でもね、すっごい頑張った。私、一人暮らしの時、何度もね、こう、ゴッキーが出てくるじゃないですか。捉え損ねると同じやつが次の日また出てくるんですよ。わかるんです。勘なんですけど、わかるんですよ。お前、昨日出てきたやつだろうっていう、わかる。また出てきたと思って。で、3日間ぐらいで大体取られるんですけど、うまいことね。一回ね、もうね、どうしようもなくてね、押し入れのね、この隙間に入ろうとしてて、隙間っていうかちょっと空いててね、押し入れがね、押し入れに入ろうとしたもんだから、ふっと一瞬考えた時に、その押し入れのちょうどさ、押し入れのところのさ、襖が閉まる柱があるじゃないですか。押し入れのところの柱が。パーンと閉めたね。襖を。パーンと閉めたら、柱との間にブシュってなって、潰れた。どうしようって思ったんだけど、そこは賃貸のところだったので、うーって思いながら一人で一生懸命処理をして、もう超気持ち悪かったけど、処理をして、うーって思いながらね。うん。で、それで、一生懸命、多分ね、こう、バーンってやって、どうしようって一瞬考えて、
で襖をさそーっと開けるじゃん。そうするとさこうやって柱にペトッとくっついてるわけ、潰れたやつが。そしたらズルズルズルってボトって落ちて、うわーどうしようって思ったんだけど、まあそこはもう新聞紙ですくって、自分で触らないようにね、感触もわからないようにすくって、でその後も汚れたところはもうなんかしょうがないから、もうすっごいなんかいっぱいいっぱい集めたとかいっぱいティッシュバーってやって拭いて、でその柱になんか跡が残ってた、ずっとその潰れたなんて言ったらいいんだろうな、潰れた跡っていうのかな、なんかしらの跡が残ってたね。何の話してんねん。まあ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 、そんなこともそんな経験もデミコはありますよということでね。はい、下まで通しました。はい、たらまたぐざっと真ん中にグリグリ刺して、こっちじゃない方がいいな。今回は先っちょが尖った針の方がいいね。先っちょ尖った針ください。はい、これですね。いや、ほんと怖い。ちなみにあれにも効果あり。あ、そうなの？洗剤 OK？ そうなの知らなかった。刺さなくても側嫌いし、私も側大嫌いです。側大嫌い。私虫の中で一番嫌いなの側だと思います、多分。デミコさんに聞きたいことがあるんだった。数年眉毛がなく帽子をかぶっていたお医者さんがってことかな。この前鼻からチューブが出てて、それがつながっていたのはバッグの中で、バッグの中で見えなかったけど、今回一杯で外来やめるって言ってたの、どんな病気か考えられる？眉毛なんか帽子かぶってて、まあ普通に癌じゃないですか。普通に癌だと思いますよ、それは。どんな病気って。放射線治療やってっから、あれでしょ、眉毛ないんでしょ。普通に、癌だと思います。はい。どこの癌だかわかんないけど。鼻からチューブっていうのはあれでしょ、酸素でしょ、酸素吸入入れてるんでしょ。だから相当もう体力削られて大変ってことですよ。そういうことでございますよ、普通に。はい。蜂は黒色に向かってくる。やっぱそうなんだよね。だから蚊とかもそう、黒だっけ？蚊も黒だよね。黒いだよね。そう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 。えーっ黒や暗いカラーの色着てませんか？蜂は黒や焦げ茶に攻撃中して撃します。黒いもの攻撃し、だから髪の毛は黒いからだと思う、多分。だって、その部屋にいた人が、なんていうの、みんな、だって黒髪私しかいないし、で、特に頭に寄ってきてたから、服じゃなくてね、頭。で、黒っぽい服確かに着てるね、私ね、よくね。だからか、なんかあると。じゃあ、なんか蜂のいそうなところに行くときは黒い服はやめた方がいいね、やっぱりね。蚊もそうだよね。あれでしょ、色っていうよりも温度なんだよね。黒の方がさ、あれじゃん。熱持つから、黒色っていうよりも、なんていうの、色の温度なんだよね。色であれする温度。こうやって見てるのって、こうやって色いろいろあるじゃないですか。色も、なんていうの、温度を持つので、確か温度だったと思う。はあ、そうか。アリにも効くんだ。攻撃。はい。だから黒髪の日本人は頭を刺されがち。あ、そうなんだ。ついてみきさんいらっしゃい。去年デミかぼちゃ10個ぐらい作ってよ。本当ね、私もだから今日は作ってるよ、また。カモ黒っぽいの、そうだね。皮黒い場所に隠れる習性。そうなんだ。いや、そうじゃない。だって目立たなくなるもん。でもね、うちさ、白いじゃん、壁。ね。で、うちの部屋に入ってくる蚊っていうのはさ、もう隠れようがないわけ。ね。で、プーンと来るじゃない？プーンと来てさ、ね。で、夜中とかにさ、こう戦うわけですよ。で、パッとさ、もううざいと思ってさ、起きてさ、パッと電気つけるじゃん。そうすると壁に止まってるわけ、普通に。で、超目立つわけですよ。白壁だからうちね。超目立つわけですよ。こんなとこにいるわと思って。ほいで、まあ、引っ叩くわけですけど、それでこう臨終っていうことでね。まあ、失敗するときは失敗しますけど、もちろんね。でも、そんな感じで、あれなんです。我が家は壁が白いので、はい。蚊には、蚊の隠れるとはないでございますよ。堂々と壁に止まってますよ。真っ白い壁に。はい。あそこにいる。すぐわかる。
やだ、デミコさん。やだ。何に対してやだっつってんだら、もう分かんなくなっちゃった。あんまり引っ張りすぎるとちょっとあれだね。やっぱりちょっと真ん中を少しあれだね。丸くさせるようにした方が良かったかもね。こう、増やしてね。それをさっきちょろっと、どうしようっつって止めたやつなんだけど、まあやってみないと分かんないんで。まあでもこれはこれでいいかな。ね。これはこれでいいんじゃない？ね、これずっと下ろしていってね。昨日出てきたやつだろうっておもろい。でもそう思いますよ。絶対昨日出てきたやつだと思うあれ。出てきたやつだろうって、思った。G 苦手で、やいさん G 苦手でいなくなるスプレー使ってます。よく聞くみたい。そうなんだ。なんだろうね。それは匂い。匂いかな。皮毒ダミチンキだよ。刺されたらってこと？それとも塗ってたら寄ってこないってこと？皮足の裏の匂いらしいよ。小学生の男の子の自由研究で大発見だったみたい。足の裏の匂い？足の裏の匂い？足の裏の匂い。どうなんでしょう。二酸化炭素っていう話もありますけど、足の裏の匂い。だから家人と一緒にいるときは家人の方に行くのかな。一緒にいると私より向こう行きますね。G 見たくない私はブラック、ブラックキャップ一択。なんだろうこれ。あれか。あれなんか置くやつ。宝山団子とか。宝山団子はどうなの？聞くの？宝山団子。ね。でも一人暮らしの時置いてたな、宝山団子。あの家では。次の家ではなんか見なくなったんだけど、割と新しめの家だったから、でもそのうち私が住んでる間にどんどん古くなるじゃないですか。そうするとやっぱりね、来るんですよ。ね。我が家じゃないんですけど、どっから出てくるの、出るのかなーっていう感じで、我が家にいるわけじゃないけど、多分あれはあそこから来てるわ。水道のところから、水道管から来てた。多分。下水道だっけ、下水道だね。下水道から多分上がってきてたんだと思うんだ。で、私がその、引っ越した新しい方の、あれでは、アパートでは何回見たかな。2回ぐらいしか見てないんだよね。2回ぐらいしか見てないから、あんまり強く引っ張んないよ、今回は。はい。だから多分そんなに、我が家に住んでるわけじゃなかった感じ。でもやっぱ外から来るからね。どっちかな。123、こっちでいこうかな。これきっちり8等分で取ってもらってもいいんですけど、まあたまにずれますわな、一目ずつぐらいね。そしたらまあそれはそれでまあご愛嬌で可愛くなるんで、それはそれでね、いいと思います。一目二目ずれるぐらい全然。でこれで入れて、適当にねまた出して、来年作ります。ドクダミチンキね。ドクダミがどこにでもあるからね。あれじゃないですか。別に自分家になくてもどっか森のちょっと森っていうかちょっと林の入り口みたいなところに行きゃあるんじゃない？男の子の何だろうさ、男の子の妹だけがよく刺されてたか研究したみたいだったけど、男の子の妹だけはよく刺されてたか。じゃあ妹の足の裏が臭かったってこと？うん。ドクダミチンキは花が咲く頃に葉を焼酎に1ヶ月ほど漬け込むだけを。ほう、なるほど。焼酎っていうか、ホワイトリカーとかでいいのかな？ホワイトリカーとかで。今どこに入れたんだっけ？ここか。ここ。はい。で、あと2回、こっちとこっちやったら終わりだね、これね。編み物での手荒れにも効果的。なるほどね。だからさっきほら、なんか、グリセリン入れたらってあったじゃない？あれでなんか、こう、保湿とかにもなんのかなーって。ね。よし。
B 型と O 型の人は蚊に好かれやすいって本当？どうなんだろうね。血液型はあんまり関係ないと思うんだけどね。うん。なんかそういうの聞いたこともあるけどさ、あんまり私その説はなんか信じてないな。血液型ってそんなにだってね、そんなのなんでわかるんっていうね。うん。なんで外からでわかるんっていう話でね。それはなんかあんまり私はその説は取らないな。言うけどね。うん。だからそれ言ったらまあ、それが本当であれば、まあうちは、うちの一緒にいたらうちの家人の方が刺されるってのは、まあそういうことだよね。うん、そうなるよね。確かに。うん。CF さん、マンションの上下左右の部屋でお引っ越しがあると迷子の G がたまに現れますが、それ以外見かけない。ね、そうだよね。うん。そういう時はあるよね。お引っ越しやるとみんな逃げるからさ、ね、わさわさして人も来るし、バタバタするしで、G が結構、避けてくんで、ネズミもそうだよね。うん。割とそういうバタバタの時は逃げてくよね、トトトーと。で、また落ち着くと戻ってくるっていう感じだから。ネズミとか G とか引っ越しある途中に逃げるんだわ。うざいから。でもなんかさ、前さ、ほら前にもさ、ずいぶん前だけどさ、話したことあるけど、あると思うんだけど、ほら、お掃除をやってる会社あるじゃない、そういうさ、ね、お部屋とかの片付けとかをやるようなさ、お仕事をやってるお部屋だけじゃないけど、遺品整理だったりとか、あとまあ特殊清掃を請け負ってるところももちろんそういうところあるだろうし、お掃除専門のお店、会社だよね。そういうとこあるじゃないですか。ね、それ見てる時にやっぱりすっごいもう大部屋もすんごい汚いとこなんてさ、もう物を避けるとわっさーってさ出てきたりするわけでしょ、ゴッキーが。でそれでその映像とか結構モザイクかけてくれるとこだったからよかったけどさ、いや本当にもうすんごいんだよね、すっごい風でありえないと思って、うん、どうやったらああいうとこに住んでられるんだろうと思って不思議でしょうがないけどね、気にしないんだろうねきっと。うん。まゆみさん、七色さん、あの男の子の研究が認められたアメリカの大学行って、その後忘れたけど、どっかの外国で研究してるというニュースをちょっと前に見ましたよ。現在は蚊の研究じゃなかった気がしますけど、忘れました。そうなんだ。足が臭いので、なんかの成分が分泌されてる、されてないで、分泌してると蚊に刺されない。あ、そうなんだ。分泌してると刺されないってこと？蚊が、嫌いな、なんか分泌、成分があるってことよね。それは。はい。とりあえずここまでできました。いい感じですね。私が狙ったのに近いんじゃないかな、形的には。ちょっとちっちゃい感じで。いい感じじゃないちょっと。ね。で、これ最後は、もう、あれですよ。適当に、ね、こう玉作って。で、また、クッと入れて、入れ直して、どっかに引っ掛ければよかった。引っ掛けるの忘れちゃった。まあいいや。ちょっと中心にまた入れて。ほいで、プッと。これ最後の方はね、結構きついんだわ。ね。これあれが、指抜きがないとダメだね、やっぱね。今度指抜き買うか。私持ってないんだよ。うん、持ってない。大型で酒飲みなので皮はよく刺され悩まされていますよ。大型で酒飲み。うん、なるほど。うちの家人も大型でございます。はい。元家人ね。ついでみきさん、私 A で元家人が B だったんだけど、あの人だけ蚊に食われていたよ。そういえば。ね、そう。我が家もなぜかうちの家人だけが食われてる感じ。一緒にいる時はね。別々にいるとあれですけど、私もやられますけど、もちろんね。蚊もあれなんで、ご飯食べなきゃいけないんでねえ、ぼっちで、私の部屋にでもよく来るんだよね。なぜか知んないけど。よーし、よし、こんな感じで OK。はい。で、そしたら次は、あれですよ。ヘタっていうの。ね。ここは見ます。で、ヘタも改良しました。改良ってんじゃないな。なんつったんだろう。これに合わせて、ちょっとちっちゃいヘタにしました。編み方をちょっと変えます。はい。なので、わざわざしたおかしいけど言い方が。なので、ちょっとライブでね、やろうかなと思ったんですけど、編み方を動画に撮るよりはライブでやっちゃえみたいなね。はい。足をよーく洗った人と洗ってない人比べていたよ。その時のニュースで。よーく洗った人は明らかに刺されてなかった。よーく洗った人は明らかに刺されてなかった。じゃあ何か
じゃあ何か分泌してたとしたら、分泌してるものの方に寄ってくってことになるよね。足をきれいにしたら足は刺されないけど、その人自身も刺されないってことになるのかな、そしたら。そしたら、私、毎晩むっちゃ足をきれいに洗うのを心がけるようにするよって感じで。私基本シャワー朝の人だからさ。夏はね、やっぱりね。今回は、かぼちゃの話ね。かぼちゃ、今回はヘタ、こっちの緑やりますね。緑。緑のヘタにします。はい。で、ヘタの編み方なんですけど、今回は、また別バージョンということでですね、編んでいきます。はい。で、今回はでございますね。ですね、中長編みです。中長編みをですね、やるんですけど、ただここの立ち上がり、中長編みは普通は、鎖目を2個にすると思うんですけど、2個じゃちょっと高さが足りませんので、3にします。そして中長編みをですね、あとここからプラス、7つ、全部で8つでございます。中長編み8つ入れます。はい。いつもと違います。いきなり解説です。3、ちょっと待ってね。1、1、2、3個目入れたでしょ。4つ目、4つ目。で、なるべくこの中長編みが小さくするように入れたいんですけど、入れたいんですけど、なんかでかくなりました。まあいいや。失敗上等でちょっとやりますわ。ね。はい。ここで、1、2、3、4、5、6、あともう1個だね。もう1個入れます。はい。はい。これで、立ち上がりプラス1、2、3、4、5、6、7つ入ってると思います。はい。で、ピュッてやって真ん中締めます。ニュン、ギュン。よし。泉さん、こんばんは。出遅れました。大丈夫ですよ。いつでもどうぞ。はい。かぼちゃかわいい。ありがとう。ハニーさん、ありがとうございます。はい。ちょっと四角い感じありますが。ね。もうちょっと。なんかこの辺でね、こう、増し目をした方がね、いいね。次はそうしようね。という話でございます。まあこうやって、ちょっとむにゅむにゅってやればなんとかなる。はい。で、そしたら、はい。これで1、2、3、4、5、6、7で8個目の頭にここを入れますね。これは3つ目の、立ち上がり3つ目の鎖目のとこになります。で、まあここにブスッと入れちゃってもいいけど、はい。で、ここを引き抜いて、ギュッとやって、立ち上がって、で、そしたらここは筋編み。筋編みで全部の目を、締めすることなく、さらに普通に8目で、1、2、はい。筋編みで8目、3、4、5、6、7、8。はい、8目ね。8目。で、そしたら普通に引き抜きます。はい、引き抜いて、立ち上がる。はい。で、そしたらね、8目ですよ。8目で、で、ここに筋がついたようになって、こういう感じになりますね。いきなり立ち上がって、こういった編んでいく形になりますね。で、そしたら次、もう忘れないように、最初から1、2と入れて、1目減らします。はい、これ斜めですね。斜め。今、斜めになってます。はい、2番目。はい。3番目。3番目。細かい作業ですんでね、ちょっと、いやー、めんどくせえってなるかもしれないけど、4番目、5番目、6番目、7番目とね、4番目、5番目か今のはね、5番目、6番目。で、7番目。はい、7番目。今、斜めですね。斜め。そしたら、
通に、はい、引き抜いて立ち上がります。次の段です。引き抜いて立ち上がる。はい。で、そしたらまた今度1入れて、2入れてって、今度6目にします。速攻最初からもう減らしてしまいます。忘れる前に。忘れないうちにとでもよくは。ね。3、4、5。これ邪魔ね。6。はい、6。で、ここまで編んだら、もう私はいつも、こいつはもうほどけることないんで切っちゃいます。邪魔なんで。はい。はい、6目入れました。6目入れて、今だから、6目になってますよね。8目から入れてきて、7、6ってなってきたところで、ここを引き抜いて、次の段に行くんですけど、うまく入れて、はい、引き抜いて、で、立ち上がる。で、そしたら今度は1目に2目ずつ入れて、締めをしていきますね。下手のところっていうのかな。うん。1で、2入ってるよね。1、1目に2目ずつ入れて12目にします。1、2、1、2、お、ナイスパだ。お、小林さん、ありがとうございます。ナイスパ、ナイスパ。ナイスパ、ナイスパ、ありがとうございます。大切に使わせていただきます。本当に。ありがとうございます。はい。はい。はい。ありがとうございます。G がネズミの話終わったよね。ちょっと寝てた。終わった終わった。はい。だいたい終わった。はい。うん。ナイスパ、ナイスパ、ナイスパ、ナイスパ。いや、本当にいつも。ね、本当にありがたい。本当にありがたい。ありがとうございます。はい。いや大事に大事に使わせていただきたいんですけど、はい。いやなんか、そういえば、昨日一気に、税関のね、申請っていうか、海外からお給料いただいてる形になってるんで、税関に申告が必要なんですよ。いくらもらってるかっていうね。まあ、それは別にまとめてバーってもうできるんでいいんですけど、毎月の話ではないんで、昨日一気にまとめてバーっとやったんですけど、いや今年ももう少しで終わりだからね、もう準備しとこうと思って。うん。いや取られることはないですよ。何にも。取られません。はい。私は取られないんですけど、額が低いしね。うん。はい、取られないんですけど、なんかめんどくさい作業をね、もう一つやらなきゃいけないことがあって、今度フランスの国内向けのやつ全然やってないんだけど、やばいね、めんどくさいんだよ、本当にね、フランスって。いやー、でも本当にね、そんな中でもね、こうやってね、応援していただけるとね、もう風にやる気になるからね、本当にね、本当ありがとうございます。はい。ごまちゃんさん、こんばんは。雪化粧かぼちゃみたいでいい色ですね。棒に刺して鉢植えに飾りたいです。ありがとうございます。またこれ、雪化粧かぼちゃっつうのも、さっき名前でしたけど、調べるの忘れてた。雪化粧かぼちゃってどんなんや。どんな感じよ。これか。さっきのなんか伯爵かぼちゃっていうのとなんか同じ感じでも別の種類なの別の種類なのかしら。伯爵はさらにワントーン白い皮でメロンに似た甘い香りがします。あ、なるほどね。雪化粧かぼちゃと伯爵かぼちゃの違いみたいな。うん。そういう感じ。うん。ちょっと今、一生懸命ね、これね、ヘタのところ作ってるんですけど、ね、これね、驚きの細かさ。細かさっていうか、めんどくささなんですけど、ちっちゃいのにね。で、今度またさらに、締めをしていきますね。1、2、3で3、6、18。18目になりますね、これでね。
違うな。いいのか。6にしたんだ。だから6にしたんだ。簡単だからその方が。1、2、3。で、1、2、3。1、2、3。で、1入れて、2、3。これでいいかなと思ってます。はい。十分じゃないですか。ね。ちょっと大きめになっちゃうんだけども、これもうしょうがないよね。もうね、これ以上細かくできないっていう話で。はい。ちょっと、なので、あえてちょっと短めのやつで、こうやってね、ビヨンって。これね、ちょっと見てびっくりですよ。見てびっくりなんですよ。これ、本当に。見てびっくりっていうか、これ、つなげる分もね、考えて。これ足りっかな、なんか短すぎね今。私切ったけど。まあ、いっか。ギューってやれば大丈夫。ギューってやれば。こうやって、で、ハリハリ。ハリハリ。よし。ね。下手はね、これもうちょっと小さくてもね、もう一周小さくてもいいかなとも思うけどね。思うけど、バランス的に。どうしようか。もうちょっと小さくてもいいか。ちょっと待ってね。どうしよう。でも小さいとつけにくいじゃん。だからこれでいきます。もうちょっと小さくしたいけどね。これちょっとあれだよね。研究どころだよね。もうちょっと小さくするにはって。まあ4で編んでもいいんだけど、4だとね、本当になんかきついから4は難しいっていうか。で、これでくっつけていきますよ。はい。くっつけていきますよ。ね。これでもう適当です。その場所にあるところで、こう、なんつうの、こう見てね。その場所で、なんかちょっと足りないかも。なんでこんな短く切っちゃったんだろう。もうちょっと考えて、いつも長めに切る人なのにね。まあいいや。はい。で、こうやって適当に、ね、つけていきます。ちょっと帽子まで行きたいからね、帽子までね。なんとかね。顔はつけませんよ。顔はつけない。で、こうつけてって、大丈夫。このつける方は、編み始めのところを私は下にして、編み終わりの方はやっぱりこういう感じにね、ぐちゃぐちゃ、ぐちゃぐちゃってんじゃないけど、綺麗に閉じてもやっぱりちょっと、なんだろう、綺麗めじゃん、どっちの方が綺麗かっつったら編み始めの方が綺麗だから、だからこうやって、まあでも、あれですよ、ご自身で、こっちの方が綺麗、こっちの方が綺麗じゃないっていうのでね、決めていただければいいと思うんですけど、これでちょっと止めて、大丈夫かな、足りるかな。ね。これ適当なんですけど、止め方も。でも一応一目一目ちゃんと止まるようにね、していかないと、かっち悪いんで。どこだ、ここの辺に止めとくか。ね。いやー、やばいやばい。やばい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 。やばいやばい、どうしよう、足りんかったら。ちょっとギューって言っちゃおうか。しょうがないね。めったにね、私どっちかっていうと長めにとって無駄になるタイプなのになんで今回こんな短い、なんか勘違いしたんだね、きっとな。なんか勘違いしたんだよ。まあいいや。大丈夫です。はい。こうやってね。はい。つけて。どこここ適当。大丈夫。足りる。大丈夫。よし。ここ。まあ適当なんですけど、でも適当なりにも、一応まあ、なんだろう。一応まあ綺麗につける。少しぐらいいびつでもいいんですよ。ね。野菜だもんで編んでるものが。なので、いびつなのはね、全然ね、いいと思うんです。手作りだしね。なんつうの、手作り感が、こういうのはあった方が可愛い気がするんで、あんまりきっちきっちにね、こう、なんつうの、ビシッという感じでできちゃうのもあれなんで、よし、これで OK じゃないか。これで OK だわ。ね。さあ、こうやって出てこないわ。ね。出てこないんだわ。ちょっと、こ
こういうところでちょっとグッと押して、あれこれ尖ってないやつじゃない？もしかして。あ、尖ってないやつかも。尖ってないやつだった。尖ってるやつ。はい、こっち。はい、適当に刺して、ぐざぐさ、ぐざぐさ、ぐざぐさ。よし。はい。これで止まった。はい。はい。これで、ちょっといびつな感じでつきましたけど。あ、大丈夫だ。はい、大丈夫です。はい。はい。これでかぼちゃは完成です。見てくださいよ。ね、この B 地区。やばい。前のよりも B 地区だ。B 地区度がアップしました。いかがでしょう？ B 地区です。まあ、色が色なんでね、そこまで B 地区っぽくないんですけど。まあこんな感じでかぼちゃができましたよと。ね。もうサイズは好きに、あれですよ。自分のね、作りたいサイズで。ね。こう目を増やして高さを上げて。で、ちょっと大きめになるんだったらやっぱり真ん中少しいくらかもうちょっと増し目した方がいいね。やっぱりね、1段階2段階ぐらいいってもいいのかな、わかんないけど、ここが長くなるんだったらね、そうだね、次はちょっと増し目してやるわね。ちょっとだけどそれをちょっとあれするにはこの辺をこうやって押さえて、こうやって押さえ方にもよるから、ほらこうしたらほら丸っぽくなるじゃん、こうやってね。こうしときゃいいな。いいんじゃないの？こう、ね、こう B 地区、はい、 B 地区、はい、 B 地区、はい。くどいすいません、くどいね。はい。じゃあこれ出来上がったんで、帽子いきます。はい。帽子いくんですけど、帽子はむっちゃ適当なんですよ。うん、実は。で、最初何目から編み始めたかも自分を覚えてないぐらい。4だったかな。そうだ、4だ。最初4で編んでるんだ、これ。結構大変ね。自分でやってても結構大変ね、4って。最近ね、ちょっとね、黒でいきますよ。同じようにね。何色入れようかな。黄色入れようか、今回は。黄色、オレンジ。オレンジ入れようか。ね。で、最初はだから、こうですよ。4目。でも、4目が難しかったらっていうか、ちょっとうざかったら6目でもいいと思います。6目でいきますね。6目パターンでいきますか？ 1、2、3、4、5、6。はい、6目。6目でも多分全然大丈夫なんで。ね、4目だときついよね、やっぱりね。はい、ありがとうございます。パチ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 、ありがとうございます。はい、素敵なビーチク、ありがとうございます。ちょっといびつな感じになりましたけど、これもまたお野菜なのでいいということで、はい、ほら、ビーチク度アップですよ。いや、最初はまっすぐ編んだんです、実はね。8目にしてまっすぐ編んだら、まさにビーチクになっちゃったんで、ちょっとすぼめました。あまりにもビーチクの、なんていうの、再現性が高くなりすぎましてですね。なので、はい、はい、ちょっと締めました。はい。へそう、税関に言わなきゃいけないよ。はい。はい。シェフさん何？ナシスパー。ナシスパー。はい。スナメリさん。浜さん、そういえばダイソーさんのポストカードだけど、洗濯機で5回ぐらい洗ったけど、今のところ毛玉気にならないようでも、編み地がちと薄いよね。ポストカードって結構細いよね、あれね。まだ私使ってないけど。うん。うん。素敵なビーチク、立派なビーチクね。うん。はい、ありがとうございます。黒見えないんで、そう、黒見えないの。ゾンビのビーチクに見えて仕方ないです。良い意味で。あ、なるほどね。ゾンビのビーチク。あ、言われてみれば、ゾンビのおっぱいとゾンビのビーチク。あ、そうだね。そうだね。黒見えない？黒見えない？じゃあどうしようか。ちょっと待ってね。考えれば。紫でやる？紫にしようか、じゃあ。ね。紫の帽子にしよう。今回は特別に。はい。紫の帽子にします。紫のが多分見えると思うんで。
濃い紫にしようかなと思ったけど、濃いんじゃちょっと見えないかな。ちょっと待ってね。紫、これ、濃い紫。これでも見えるかな。よいしょ。ちょっと濃い紫にしていい？こっちの薄いのよりもね。濃いんだったら見えるんじゃない？これ。濃いんだったらつか、濃い方だったらまだ見えるんじゃない？大丈夫？黒はほんと見えないからね。黒だったんだけど、これだったら見えるんじゃない？紫でいこうか、じゃあ、今回は。はい。見えるかな？あ、黒より見えるよね。はい。はい。あ、大丈夫ですよ、大丈夫ですよ。すみません、大丈夫です。1、2、3、4、5、6。はい。6でいきます、今回ね。うん。6で、はい、編んでいきます。で、6の次。ちょっとね、細かいでしょ、作業が。細かいんですけど、まあ、ちょっと頑張っていきましょう。はい。6の次。引き抜きます。普通に引き抜いて、はい、立ち上げて、はい、次。1目目で増し目をします。増し目をします。はい。あ、ちょっと待って。6、4でやっていくかな。6か。6だからごめんごめんごめん。ごめんごめんごめん。ごめんごめん。細かいです。一目一目入れていきます。普通に。6目なんで。6目スタートなんで。はい。なので6目からいきなり6目で立ち上がる感じですね。はい。4、5、6。はい。で、引き抜きます。次の段いきます。立ち上がり。ギュッ。はい。そしたらもうさっさとひっくり返した方がいいですね。これちっちゃいから。6目スタートで6目で立ち上がります。ぐし。ぐひ。はい。できた。で、そしたら、次。あれちょっと待って。これで大丈夫ね。はい。で、そしたら、根元入れて、根元、ちょっと、根元、はい。忘れないうちに一つ立ち上がります。で、斜めにします。つまり、この次も、最初に2つ入れたら、その後は1つずつ入れていく感じね。細かいでしょ、作業が。細かいよ。しかもこれ適当に編んでるからね。うん、で、こっちは本当4目からスタートだからちょっと違うけど、4目スタートだときついっていう人が結構いるんで、6目でいきますよ。はい。で、これで斜めにします。7つ。斜めになってると思うんだけど、多分。これで。確認しないと。はい。1、2、3、4、5、6。あれちょっと待って。1、2、3、4、5、6、7。OK、大丈夫。はい、斜めですね。斜めになってます。そしたらもう一段斜めで。あれはい、斜め。ここ、立ち上がりブス。引き抜いて、ぎゅーっと引っ張って。はい。で、1、2、斜めでね。普通にそのままいきます。3、4、5、6、7。はい、斜め。はい。で、ブスッと刺して、
立ち上がると。で、あんまり厳密にね、やらなくてもいいんですよ。で、そしたら、この次ぐらいでまた、1、2、3、4番目ぐらいで、この辺りで増し目をします。で、8にします。で、また、6、7、8ぐらいじゃない多分。1、2、3、4、5、6、7、8。はい、OK ね。8、8。で、ここまでは1個おきに1個ずつ増えてきたんですけど、この次、今8に増やしたので、もう一段8目で編んでいきますね、全部をね。でね、1、2、大体こんな感じで、ね、編んできたよ。3、4、5、6、7、8。はい。はい、8目です。で、引き抜きます。おっとっと。はい。はい。誰も一緒に編んでないと思うんですけど。うん。うん。きっとゾンビを始め始めるデミコさん。ゾンビはいいね。ゾンビもね、ありだよね。だって。うん。ゾンビいいね。ゾンビは見たいね。うん。紫きっと良いですよ。ありがとうございます。町田のケーキ屋さんで、デミコさんのきっと売り切れてたよ。あ、売り切れた。よかったよかった。売り切れた。よかったよかった。なんかね、店舗の方でもあれでしょ。ちょろっと余ったやつ売ってたんでしょきっと。ね。で、私今もう一段編んだよね。もう一段編んだよね。はい、編みました。そしたら、1、2と増やしますね。増し目です。増し目して、そしたら、1、2、3と1目ずつ編んで。で、そしたらまたここで増し目します。10目にします。1、2と入れて、で、これで、3、4、5ですね。これで10面になりました。はい。こんな感じでね、ほんと適当なんですよ。適当なんですけど、こういう感じで目を増やしていくんです。1個ずつ1個ずつ、ちょっとずつちょっとずつ。で、次また、1、2と同じところで増やして大丈夫です。1、2と増やしたら、1、2、3、4入れて、でまたここで1、2と増やして、で、1、2、3、4。これでいいのかなこれでいいのこれで多分12名になってると思うんですけど。で、そしたら、また12名でそのまま編んでいきます。いくらか。2、3、4。で、あとはもうお好みの高さになるのと幅になるまで、本当に適当なんですけど、あれです。自分で好きに増し目をちょっとずつ、ちょっとずつしていくんですね。1目とか2目とかでカーブが変わるじゃないですか。先っちょの方は1目ずつ増やしてって、で、こっちに来たら今度2目ずつ増やす感じで目を増やしておく。そうすると、
魔女の帽子みたいになる。とんがりコーン。とんがりコーン状態になるんで、これでいいかな、これでいいかなね。これだら、こういう感じになってくるわけですよ、先っちょが。ね。で、今回はちょっともうちょっと、ピーチクみたいになってきたわけよ。で、わざとこうやって、ね、こうやってねじって曲げるんで、こんな感じで、ちょっと、ちょっと待って、私10の後12にいきなりしたよね。ごめんね、ごめんね。10の後10です。うん、急いじゃって、ちょっと。10の後10で。そんなに急激にやったらなんか、また別の、乳首とは言わないけれども、あれになるわ。なんだ、子供に吸わせるやつみたいな。ね、おしゃぶり。おしゃぶり感あるよね、なんかこういう形って。ちょっとごめんね。10段の後1回10段で。10段じゃない、10目ね。よし。これで。自分ででも何目編んでるのか分かんないんだけど、今。10名以上ないか？ 10 名以上あるじゃんね。なんだろう。ここか。10に増やした後に、10名1回編んでください。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12になっちゃってんじゃんね。10にした後にもう1回10、10、10編んでないと思うんだし。10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい。で、引き抜いて、で、12だわ。はい、12にします。1、2と頭に入れたら、1、2、3、4。カーブのし具合でね、なんとなくわかるじゃん。なんかおかしいなって。はい、このぐらいですわ。1、2入れて、1、2、割れた。2、3、4。これで12ですわ。はい、OKOK。これでいいです。はい。そしたらしばらく12編んでいきますね。なんかいつの間にかにおしゃべりのライブじゃなくて、編み方ライブになっちゃってんな。ね、私は真剣になっちゃうから。そう、編み方やるとね、どうしてもね、なんか真剣になっちゃうよね。真面目なんすよ。いや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 、いや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 。いやだけどね、昨日ね、あのー結構大変で、昨日は一日。うん。ちょっとその前にやるか。ちょっと待って。特に大丈夫か。大丈夫ですね。はい。で、昨日はね、実はね、うちのね、前住んでたアパートがあるじゃないですか。で、前住んでたアパートの、要は棚子ですね。だからね、貸してるんで。で、棚子がですね、下の階になんか水が漏れまして、水漏れがあって、で、それでなんかどうにかしてくれっていう、保険会社とかからまた連絡が来て。ね、まあ、それはやらなきゃいけないからね。うん。で、それでまあ、それで行ったんですよね。まあ、久々に、なんて言ったらいいのかな。あの、なんだ、棚子っていうか、まあ、顔を合わせまして。で、それで、はい、ここで色を変えよう。で、それで、あれなんですよ。その作業をしてたんですね。水漏れがしてるところの作業を、なんで漏れてるかっていうと、ちょっと、風呂場のタイルにひびが入っ
ってて、でそこから水漏れをしてたっていう話なんですよ。でそれを塞がなきゃいけないから。でそれをさ業者に見積もりしてもらったらさ、それ塞ぐだけでさなんか4万も5万も取られるみたいな金額で、はみたいな、そんな自分たちでやったら50ユーロもかかんねえよみたいな話なんで、まあ、もちろん頼まずね。これ何入れようかな、ここにしようか。ここにちょっと待ってね。こっちどうにしようかな。でもハロウィンだよ、ハロウィンだよ。じゃあこれだね。ハロウィンだよこれ。こっちだな。こっち入れます。はい。でなんかそれで業者呼ぶとそんだけかかるからってうちらがやりに行ったわけですよ、昨日だから。行ったんですよ。だからさ、うちの家人に言いましたね。どんだけお宅の嫁が物持ってないかわかるかっつって要はだからさ、洗面所お風呂じゃない。であれよ、ものすごいのよ、その女性用の化粧品っていうやつ、メイクアップもそうだし、あとはなんて言ったらいいの、ケア商品がものすごい量置いてあって、私もびっくりするぐらい、こんなに持ってて何すんのっていうぐらいすごい量で、その22歳かな、女の子の方は22歳で男の方が27歳なんだけど、いやね、びっくりするぐらいいろいろ置いてあって、でまあ2人で苦笑したわけですけれども、あんたの嫁が物持ってない方だっていうのがこれでわかるじゃろっつってすごいのよ。だから同じ、私が住んでた時と同じその、部屋を使ってるわけよね。同じその洗面所を使ってるんだけれども、いかに私がスッカスカだったかっていう、なんていうの、その物の置き方もさ、もうなんていうの、見た目も本当にわっさーってもうすんごいなんかチャージしてあるっていう感じのが嫌で、なので私は基本的にそのすっきり見える収納ですよね。なので物をあんまり置かないね。外に置くものは基本もうお飾りとしてこう見せる的な感じで、物もあんまり置かないし、物自体も増やさないっていう生活だったんで、私のあれはね、基本的な暮らし方としては。なのでものすごい量で、私自身もびっくりしたんだけど、でも22歳の時って私そんなにいっぱいいろいろ持ってたっけかなと思って、やっぱり持ってないから、やっぱこれ人によるんだなと思ってさ、すんごい量でびっくりした。あんなに、これ切りますね、一段だけなんで。あんなにいろいろ必要かね。だってシャンプーも何種類もあって、顔のその化粧水みたいのも何種類もあって、特にびっくりしたのが、だからシャンプーが何個もあるって、あとボディーソープもいっぱいあるって、なんかそういう YouTuber でもやってんのぐらいのさ、だからといってじゃあそういうのなのかって言ったらそういう感じでもなくて、普通にあれなんですよ、スーパーで売ってるような商品ばっかりなんで、そういうことでもないっていうね。とにかくすごいの量が。あんなにあっていつ使い切るんだろうっていう、本当にびっくりした。はい。じゃあ、ここからなんですけど、ここから増やしていきます。で、今12目だったので、12目を18目にしていきます。で、最初にもう1回増やしちゃって、で、1、18目だから2か。ちょっと待って。1、2、これいいのか。で、ここでまた1、2と増やしたら、もう1個増える。今12目だからね。6目で、6目置きっていうか、6の倍数でやってってるんで、同じですね。だから18目にしますね。ここでね。18目。あんなにもっとびっくりした、本当に。うわ。で、男の人のものの方が圧倒的に少ないわけじゃない、ああいう場所ってさ。で、あんだけ女性用のものがあって、でも男性用のものもまあそこそこあるわけよね。うちの会になってあんまり全然ほとんどあんまりね、そんなにいっぱいなかったけど、やっぱ年齢なの、年頃、いやでも私その時代にそんなにいろいろ持ってなかったなと思って、
すんごい量、びっくりした、本当に。目が手になった。何これって。もなんだろう、あんなにすっきりしていたあれが、こんなにいっぱい埋まるんだものでって、ちょっとそれにびっくりしたんだけど、私的にはね。うん。すごかったわ。まあ、おしゃれに気を使ってるのかもしれないけどね。わかんないけど。はい。で、これで18名になったので、次、またどんどん普通に輪をね、増やしていくように増やしていきます。だから、あとはもう自分の好きな、なんて言ったらいいんだろう。サイズでいいのよね。うん。好きなサイズで、こう、なんていうのもっと、なんだろう。こう、広げたいっていうか、この幅をね、広げたければ、もっと急激にバーッと広がるように、一目っていうか、一周で4目ずつ増やすとか、3目ずつ増やすとか、そういう感じでやっていけば、このカーブのね、感じが変わるんで。うん。私はとんがりコーンスタイルでね、とんがりコーンで。はい。いきますけど。で、今はもうこの、なんつうの、帽子の、なんつったらいいんだっけ。縁、なんつったらいいのこれ。まあいいや。はい。を編んでございますけれどもね。はい。そしたら、1、2、3、4で四六24、24目に増やしていきますね。うん。いや、だからさ、それで昨日だから、なんだ、キッチンじゃない、風呂場のね、作業をして、でそこがさ、もう、なんていうの、間に合わせでさ、ちょっと応急処置でやった処置っていうのが、もう応急処置どころじゃなくて、がっつりなんかこれ塗られてるし、みたいな。なんかそういう感じで、やっべ、これ全部剥がさなきゃいけないじゃん、みたいな、なんかすんごい時間かかっちゃって、予定は私3時間で考えてたのに、結局5時間もかかっちゃって、手仕事っていうかね、手作業やって、今日実は手が痛いんですよ。右腕が、ってか右手が、なんかちょっと痛い。痛いんだけど、まあしょうがないね。そう。で、タバコがさ、やっぱりさ、ああだこうだ、これも変えてほしい、あれも変えてほしいみたいなことを言ってくるわけ。で、あんまりにもなんかちょっとひどいんだよね、それがね。初めてのアパートの2人でね、暮らしてるから、まあ、よく分かってないのかもしれないんだけど、うん。なんか、やたらめったらいろいろ頼んでくるから、いや、違うだろうって話で、さすがに不動産屋、管理頼んでる不動産屋いるんだけど、不動産屋も、さすがに言ってくれたらしい。いや、それはあなたたちがやることですから、みたいな。それは大家に頼むことじゃなくて、それはあなたたちがやることだからって、注意してくれたらしい。ありがたいね。ありがたいね。本当に。そんなね、いろいろね、大家に頼んでね。でも、だから昨日もなんかうちの家人が言ってたけど、洗面所の台を変えてほしいって言ってきたっていうわけよ。はみたいな。洗面所の台を変えてほしいって壊れてもいないのに気に入らないからっていうわけよ。気に入らないから変えてほしいっていうわけ。これっておかしくないだって。賃貸でさ、見に来てさ、この部屋を見に来て、どうしようかなーって住むのに決めるときにさ、洗面台が気に入らないからここやめようっていうのはあるけどさ、洗面台気に入らないけど、なんつうの、その時に OK って言って住んで、後からさ、大家にさ、変えてって、超おかしいと思わない？ちょっとおかしいよねっていう感じでさ、そういうの言ってきたから、なんか、それはあなただって、入ってきた時にすでに見てるでしょって。うん。なんかちょっとね、おかしいの言ってくることが、これも変えてほしいって。それだってあなた、チェックして入ってきてるじゃないですか。みたいなね、住む前に、みたいな。なんかおかしいの言ってくることが。不思議でしょうがないんだけど。だから初めて住むか分かんないのかね、とか言って。そんなところまで大家がやると思ってんのかね、みたいなね。なんかいろいろそういうことがあって、あまりにもその要望が多すぎるんで、はい。不動産屋がたしなめてくれました。ありがたい。ありがたやーって感じですわ。本当に。さあ、こんな感じで、増やしてまいりましたけれども、なんか目数が合ってるのかどうかもちょっとよくわかんなくなってきたんで、引き抜いて、はい。喋ってっからね。こんな、ちっちゃめでもいいかもね、これね。ちっちゃめでもいいかもしれないよ。もう一個つけるか。ね、もう一個。帽子。ちょっと待ってね。はい。紫もいいですよ。ちゅうことで真剣に見てます。はい。
鈴木のすのさん、鈴木のすのさん、お初でこんばんは。ありがとうございます。すいません、コメントチェックしてなくて。はい。お初でこんばんは。いらっしゃいませ。来ていただきありがとうございます。はい。なんか今日はね、ちんたら喋りながら、いつものことなんですけど、やってますけど、はい、楽しんでいってください。はい。はるりんさん、お帽子まで編んでくださりありがとうございます。頑張ります。はい。ありがとうございます。はい。はい。頑張ります。頑張ります。はい。私も頑張らせていただきます。はい。はい。皆様、こちらでしたので、お探しいたしましたわ。こちらでしたのね。棚子が水までお金が出ていく話だな。まあでも、うちの、なんていうのかな、うちの風呂の、なんていうのかな、あれが割れちゃってたから、もうすでにね、前からね、ちょっと割れてたの、私たちが住んでる時から。うん。でもそこがどうやらもう水が、私たちとちょっと使い方違うのかな、なんか、不思議なちょっと話がちょこちょこ出てくんだよ。なんかその風呂場だけじゃなくてね。いや、うち時そんなことなかったけどね、みたいなこと結構あったりとかして結構大変。うん。はい、なんならさ、この前の金曜日の診察で足にはみ出た固定具が外れてテーピングになったのに、今度は肘が痛かったから見てもらったらテニス紙だって手首の使いすぎだ。この夏、スズランテープのバッグを8個もあんだからかな。スズランテープのバッグを8個もあんだ。そりゃやりすぎじゃない？スズランテープだって結構大変でしょ、編むの。フランス女性の平均ってそのぐらいですよね。ね、フランス女性って言ってもね、フランス人のフランス女性っちゅうよりも、アラブ人なんです、住んでるの。アラブ人です。はい。うん。フランス系フランス人じゃなくて、アラブ系フランス人の女の子。うん。だから、それがね、みんな平均、普通っていう、そういう感じではなくて、多分彼女たちが一番最初に、なんだろう、自分たちで、なんつうの、アパートに住むっていう感じなんですよ。初めてね、二人とも。だから多分親とかに何かあったらすぐ大家に言えみたいなことを多分、何かあったらどんどん大家に言えとでも多分言われてるんだと思うんだ。うちの家人が、その彼女の母親がなんか来てた時があって、それで顔合わせた時に、その母ちゃんがすごかったらしいんだよね。うん。だから多分母親に、もう何かあったらとにかく大家に何でもかんでもやらせろみたいな風に多分言われてるんだと思う。じゃなかったらだって、そんなに来ないと思うんだよね。うん。うん。だって普通だったらさ、そんなたしなめられるんじゃなくて、例えば、これはこうなんだけど、どうしよう、大家さんに言った方がいいですかねみたいのをさ、不動産に言えばいいわけじゃん、そんなのってさ。ちゅうか不動産屋だってあれだから、うちの、そのアパートの建物の下にいるわけだから、すぐね、どっか行ってっていう遠いところにいるわけじゃないんだから。だからさ、そう考えると、だけど、何やってくれ、あれやってくれって言って不動産に来るってことは多分初めてのアパートでしょ、しかも。ってことは、親になんか言われてるんだと思うんだ、そういうふうに。なんかあったらとにかく大家にやらせろみたいなふうに。うん。言われてんだと思う。うん。やるかっつんだよって話でね。お前らがやる方な、みたいなね。うん。で、あと、綺麗に保たなきゃいけないのにさ、すでになんていうのかな、もうがっかりなペンキ塗られたりとかねしてね、もうこっちもねあれなんですけど、まあまあいいよ、ペンキはねいいよ、私もね、また後でね、売りに出すことになったらあれやり直すっつうのもまあしょうがないよ。うん、しょうがない。そうなったらこれでいっかね。これ30名編みました。こんな感じです。どうじゃろうね。同じ感じになったのにちょっと一回りちっちゃいね。一回りちっちゃいけどいいよ。ちっちゃいのにかぶせるから今回は。はいね。この、だから、まあ、なんつうの、ここの幅は、もうお好きなように。あとは、だから、この模様もさ、好きにさ、もう一段ぐらい入れたらよかったね。まあ、いいか。ね。こういう感じで。ね。こんな感じですよ。ちょうどいいサイズで自分の、なんつうのかな。お好きなサイズで全然いいんですけど、もう適当なんで。あと、だからもうほんとここの幅だよね。次はなんかもうちょっと幅を大きくしてもいいかなっていう気はしないでもないけどね。今回はこんな感じの、お帽子にしたので、これで編んでみました。紫でもいいね。すぐ編めた。よかった。で、あとは、糸処理。そうだからなんか結構ね、なんだろう、うちはね、まあうちの家人がやってくれてるから、基本的には私が世話することはないと思うんだけど、直接ね。でもまあ工事したり工事とかそういうことを作業したりっていう時は私もだから行かなきゃいけないっていうかね、一人じゃできないから中華、あれなんで、うちの家人が、うちの家人がやるより私がやった方が綺麗だしっ
っていうね、そういうのもあるんでね。はい、はい、はい、はい。マルゲリータさん、怪我の絶えないこの私、ほんとそうだね。スナメリさん、7年さん大丈夫、8個頑張ったね。働きすぎだよね。鈴木のすのさん、こんばんは、はじめまして、スナメリさんが言ってますね。どうやって漢字、どういう感じで呼べばいいのかな。鈴木のすのさんなのか、鈴木のすのさんなのか。ね、どっちなんだ。ちょっとね、こうやって。ほら、こういう感じですね。形的にはね。いい感じじゃないちょっと。テンガロンハットみたいにも見えなくもないけど。はい。これグッと。はい。ね。こう入れて。こう入れて。こんな感じですよ。で顔つけるとしたらね、こう顔つけてもいいし、顔つけなかったらつけないでもいいし、ちょうど、ほら、ちょうど乳首、あ、違った。B 地区、あ、違った。ヘタにはまる感じ。これも可愛いよね。これはね、これはこれでまた可愛いね。こう、ぴったしなぐらいの。ね。ぴったしって言ってるのかわかんないけど。まあいいんじゃない。これ、チェンジでもいいから。ね。これはこれでいいよね。バランス的には別にどっちでもいいんだよね。だからね。もう好きな感じで、本当に。ちょっと間抜けでいいね、これね。こいつにかぶせるとしたら、こう紐つけてこうやって通したいね。こうやってね。顎がないから、顎に通すってことはできないけど。いいんじゃないこれ。こんな感じで、こっちにかぶしとくか。いいんじゃないこれはこれで。で、そしたらあとは、この先っちょ。ね。先っちょ。高さもお好みなんですよ。だからもう何でもいいの。とにかく、好きに感じて。で、こうやってギュッと曲げて。ね。ギュッと曲げて。そうすると、ほら、魔女の帽子っぽくなるでしょ。これ。で、これはこの方向でかぶせてあげる。こういう感じで。ほら。ね。こうやって曲げて。まっすぐはいい人はまっすぐでもいいんですよ。私はこういう感じがいいんで。はい。こういう感じですね。はい。これ斜めにしてあげるとか。ほら。雰囲気出るね、こうすると。いかがでしたろうか。はい。こんな感じでございます。ね。私最初はね、このね、あれをね、これをね、編んでもいいかなと思ったんだけど、これでも別にさ、普通に米編みじゃん。3色でやってるだけだからちょっと簡単じゃん。これやったっちあれだよねと思ってみんな別に面白くもなんでもないだろうなと思ったんで、じゃあ今日こっちにしようって。これはもともとでもね編もうと思ってたんです。そうなんか次ライブやる時にでもハロウィン用にね。で今回はちょっとうっすら入れる感じであんまりなんていうのギュッとただここはねこうやってやっぱり入るからちょっとそういう雰囲気がね出るよね。可愛いんじゃないこれほら上から見てもなかなかいいんじゃないですかね。で顔つけたら顔つけたら本当ハロウィンっぽいけど顔つけなかったらまあこのまま置いといてもね。うちの家事もこれ見てビーチクビーチク言うからね本当にね本当に嫁に似てはい、どうしようかぶせとこうこうやってねはいこんな感じでございます。はいこれもでもいいよね。この色やっぱりいいね。これね。こういうの私思った。編んでて思った。この黒をだね、白に変えたらね、これレイカーズの色になるね、これね。レイカーズの色になるわ。レイカーズって何って言われたらアメリカのあれでバスケットボールのチームです。はい。さあ、じゃあ、いい感じになってきたんで、そろそろね、あれだ、おやつタイムだわ。ね、おやつタイムにしよう。ね、こいつら、ちょっと、結構もういい時間でしょ、だって。ね、はい。これろうそくもね、いいね。ろうそく頑張ったんだよ。ほんとろうそく頑張ったんですよ。そう。はい。さて、帽子の縁、プリムですかね。つばの部分ね。プリム、帽子の縁プリムですかね。つばの、そうそう、つばだ。つばって言うんだ。つばって言うんだ。つばだった。なんつうんだっけみたいなね。もう忘れるんだよ、そういう言葉は。本当に。ね、それは大事にって。本当そう。登録ポチリ、ありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします。はい。はい。こんな感じでね、いつも喋りながら、ライブをやって皆様集まっていただいて、そして、最後には恒例の、あれですよ。お茶じゃない。おやつタイムです。はい。おやつタイムでございます。はい。本日のおやつタイム。はい。ちょっと顔がつくから、このね、夜間はね、あれなんですけど、今日はね、またこれ。揺れた。ごめんね。これ久々に出てきたんですけど、よく考えたらさ、せっかくこれがあるんだからさ、今日これ使おうぜと思ったわけよ。これはこれでね、また可愛いんだけどさ。はい。なんか全然違う服だよね。全然合わないね。合わないけど、あえて使うよ。あえて使う。で、今日は普通に緑茶。
緑茶です。はい。なぜ緑茶か。今日は普通に緑茶でございます。はい、あ、やばい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 。お湯が。あれなんか少なくねいつもより。お湯が。どういうこと？不思議。まあいいか。はい、大丈夫でございます。はい、緑茶。緑茶出るちゃんと。あ、バシャーンだって。ちょっと回したらバシャーン来たよ。バシャーン。まあこんな粗相もありながらね、私いつもこのライブ終わる前には、なんだ、おやつだよね。おやつだよ。大丈夫？ちゃんと出る？やかんについてる？下。なんか不安だな。なんかあんまり俺が、どうして？いつもこんなことないような気がするんだけど。あ、違った。ごめん。いつもコップに直接入れるからじゃんね。はい。はい。はい。初めて借りたのかな、スナメリさん。そう、初めて借りた人。そう。外国人特有のとりあえず要望は全部言ってみる。通ればラッキーなマインドじゃないですかね。不動産たしなめてくれてる方。本当そうですよ。ユニさんこんばんは。アラブ母ちゃんめんどいね。アラブ母ちゃん結構めんどくさい。うん。やっぱり可愛い、可愛い、可愛い。ありがとうございます。アーカイブで編んでみよう。はい。ぜひ編んでみてください。可愛いですよね。紫も可愛いよね。うん。声ちっさ。声ちっさ。あえてちっちゃくしてるんです。小さくする部分はちょっとコショコショ喋ってる部分だからね。はい。で、かわいい。あら、ライブ。そうなんですよ。たこ焼きさん。あら、ライブです。ありがとうございます。はい。ハリーポッターの組み分け帽子みたい。そうなんだ。ハリーポッター私よくよく見ないからね、わかんないんですけど、かわいいのができてる。結構いいでしょ、これ。ね、これね。紫よかったね。紫もいいね、これね。うん。どっちかっつったらでもさ、色的にはこっちの方が、なんかいいね。ね、いいね、これ。これはこれでいいね。はい。こんな感じでございます。はい。今日のおやつは何にしようかな。おやつみんなしてくださいよ。はい。玉コン食おう。玉コンそれおやつなんまあ、おやつに玉コンもいいかもしれないけどね。玉コン美味しいよね。うん。玉コン好きだよ、私も。はい。で、お茶入れます。ちょっと避けたところに入れますよ。じゃないとね、この夜間にね、私の顔が映るんでございますよ。はい。はい。はい。これでいいよね。はい。じゃあこれお茶。今日は、ハロウィンのこの前ね、インスタで紹介したちょろっとアンダー、これに今載せてますけど、本来はこっちに載せようと思ったんです。これもまだ合ってないっちゃ合ってないんですけど、うん。和風のやつをね、また今度作りたいよね。うん。和風の、なんだ、コースターね。作りたいね。何を合わせてもデモさんが色チョイス素敵だよね。あ、そうですか。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。昨日作ったぜんざい食べよう。あ、いいね、ぜんざいね。本当に。私の今日のおやつは、源氏パイ。期間限定のパンプキン。源氏パイって、あれあのあれみたいなやつじゃなかったっけ？源氏パイってどうやってたっけ？うなぎパイみたいなやつだっけ？うん、ああいうやつだよね。うん、色チョイス素敵っちゅうか、まあ今回はね、でも一応ほらね、なんつうのあれハロウィンカラーなんで、ほらこれさっきもほらね言ってたでしょ、ゾンビカラーじゃない、言ったらね、ゾンビカラーでね。だからこれもこの色も結構使われてるんですね、ハロウィンのなんつうのかな、デッサンとかにもね。だから今回ちょっとこれを使ったんですけど、まあでもいかんすよ、ビーチグ度がひどいねこれね、やばいね。まあいいか。私が言うからそうなるんだね。はい。すいません。はい。というわけでございます。これ、ちょっともし、希望者がいれば、これ、動画にします。ろうそく。はい。これ、失敗お化け。ね。失敗お化け紹介しておきますけど、失敗お化けね。今回はこんな感じでハロウィンを楽しみたいと思います。はい。で、今日のおやつですよ。今日のおやつ。はい。ハートの形のうなぎいっぱい見て、そうだよね、そうだよね、そう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 、それ。うん。そう。正解は模様のモザイク正解。あれね、あれもいいんだけど、あれやるとね、結構ね、サイズがでかくなっちゃうんだよね。だから細い糸使わなきゃいけないから、そうなのよ。うん。それでどうしようかなっていう感じよね。モザイク編みでやるとなるとね、やっぱりね、結構目数が必要になるじゃないですか。で、綺麗に模様を出そうと思うと、ああいう模様をやろうと思うと、細い糸になっちゃうね。うん。はい。私はロッテ、ハイのみ、バイのみ。はい。わからんかった。私もわからんかった。うん。はい。ろうそくぜひお願い。いた。ろうそく希望者がいた。ろうそく希望者。ろうそく希望者、わかりました。じゃあ、ろうそく希望者。これ10分ぐらいの短いね、動画でも作るかね。ろうそく希望があったので、つってね。うん。
じゃあこれと一緒にちょっとね、こういう感じですね。まあいいか。はい。で、今日のお菓子だよ。今日のお菓子。なんだって今日のお菓子だよ。ね。今日こちら、わさび餅って書いてあるんでしょうね、これね。ね。台湾のおせんべいっぽいです。メイドイン台湾。台湾。ね、台湾行くとこのマークむっちゃね、書いてあるよね。台湾の、この前ほら、うちの家人がね、ほら、お仕事でもらってきたわさびだよね。お菓子の一つ、台湾チームが今回いたらしいので、台湾のわさび餅って書いてあるね。これ餅ってせんべいのべいだよね。だからね。うん。で、どんな感じなんだろうって。有山っていうのわかんないけど。特産。どこの位置なんでしょうね、これね。場所的には台湾のどの辺なんだろう。会社は台中か。じゃああっちの方か。台中の方なのかな。私は台中に行ったっけ。台南、台中行ったかな、覚えてないな。あれ台中、台南。うちらが行ったのってどっちだっけ。台中、台南。どっちに行ったか忘れちゃった。餅はせんべいのべい、正解。そうよ。そう、せんべいのべいよ。ね。うちどっち行ったっけ。台南、台中、台北、台中、台南。あれちょっと待って。これね。何ろうそくとお化けちゃんのホワイトコンビの動画も希望します。お化けじゃあお化けちょっと改良するからちょっと待っててね。うん。いかんせんこれじゃちょっとあれでしょ。ね。ちょっと。ね。ちょっとお化けは改良する。うん。そう。ちょっと待って、台湾の地図を見るわ。台湾地図。はい。これでいいや。マップ。台湾。ちょっと待って。台南行った。台中は行ってないわ。台中はすっ飛ばして台南に行ったんだわ。だからこれ見たらわかるんだよね。そうよ。台南には行きました。うん、そうだね。台中は行ってない。で、あとカレンには行ったね。うん、カレンには行った。タロコ行ったから。うん、タロコ行った。あとは、どこだっけ。高尾行かないとね。今度台湾行った時は絶対高尾行かないとね。うん。高尾に行って、あれだよ、安倍さんに会ってこないと。ね、安倍さんのどうぞ。ね、なんで台湾にあって日本にないんだっちゅう話。まあいい。はい。じゃあこれ開けていこうと思います。はい。わさび餅。はい。どんな感じなんでしょうね。台湾のわさび餅。これ開かないな。しっかりしまってからちょっとピリッと。どうして海外のやつっていうのはさ、こういうところがなかなかこう、開かないんだろうね。これね、これギザギザってなってるのの意味があんのかなっていつも思うんだよね。うん。こっちのね、そのフランスのやつもギザギザになってるとね、開くかなと思いきや、絶対開かないんだわ。ね。日本だけだよ、こんな手でね、簡単にピリッと開けれるの。マジで。うん、はっきり言って。しょうがないから切ります。はい。日本だけですよ。マジで。ピリピリって切れる。だからうちの家人もね、昨日ちょっとさ、また別のお菓子の袋開けたんだけどさ、で、そしたらさ、開ける時になかなか、なんつうのかな、こう、開かないじゃない、こっちのやつは普通に。だからこれ家人がさ、こう、ハサミを持ってきたわけ。それで見てさ、あ、そっか、これ日本のやつか、ハサミいらないねって言ってよくわかってらっしゃるって日本のやつはちゃんと開くんだよ、つってね。あ、なんかこんな感じだわ。なんかさ、ひっくり返しました。すいません。なんか雰囲気的にはちょっと、なんつうの、なんだろう、せんべいなんだろうけど、この、日本とはまた違う、まあ、土地の実かりんとうにも似た感じの、あれですけど、なんでこう手から逃げてくんだろう。はい。じゃあちょっと食べてみようね、まずね。ちょっと口潤すか。ね。ちょっとお茶で。はい。うん。はい。はい。じゃあちょっと食べさせていただきます。台湾のわさび餅でございます。はい。まさにそう。食感としては、せんべいっていうよりも、ルイボス、ハマさんはルイボスにした？うん。ろうそくぜひお願いします。
ね、ろうそくわけなまあいいや。ね、ろうそく結構いるな。ほら、いるな。何か、なんかいるな。米粉とはまた違うんだな。なんかね、あの先日ほら、私、おかきっていうよりもなんだろう、なんつうのよ。不思議な食感よ。だから、とちのみかりんとうとかと同じ食感なのよ。で、この前ほら、私いただいたじゃないですか。お体大豆に。ね。あれご紹介したじゃないですか。あれみたいな感じの食感よ。言ったら。電録の柿の種チョコ、ハマって困ってる。あれなんかハマっちゃうとダメだよね。うん。なんかそういう感じ。だるまの玉突き棒針、玉突き棒針買いそうになった。玉突き棒針って今買う人いるんかね。うん。動画もお願いします。マジか。じゃあ動画まとめてやるか。ね。うん。ちょっと硬いっていうかね、粉っぽいやつよ。粉っぽいやつを固めた感じのやつ。美味しいよ。わさびの味はほんのりします。で、この元のやつの食感結構好きなんですよ。私このタイプの食感ね。美味しい。普通に美味しい。台湾って、まあ普通に美味しいからね、台湾ね。小麦粉的な感じ。ちょっと待ってね。原材料はね、一応漢字だからわかんじゃない？原材料。小麦粉ってなってる。小麦粉、植物油の何なのかわかんないけど、で、砂糖がちょっと白砂糖。で、わさびの粉。なんだろうこれ。なんだろう。あとは、白い芝。ごまだな、多分これは向こうでいうとこの。小麦粉、そうそう。だから小麦粉系の、そういうやつ。うん。羽衣せんべいってどんなん？ちょっと待ってね。何でも調べるよ、私分かんなかったら。何でも調べるよ。うん。何でも調べるよ。羽衣せんべいって何よ。羽衣せんべい。せんべい。なんだ羽衣せんべいって。羽衣せんべい通販。何これ。ブルボンなのこれ？どれ？もうやだ。画面大きくしようと思うと、ユーザー ID 入れてくださいとか言われちゃうんですけど、ちょっと待ってね。これは羽衣せんべい。羽衣あられ。羽衣あられってやつ？どういうのかちょっとよくわからない。形が似てるけどね、食感が似てるのか。羽衣あられ。ちょっと違うな。うん。これはほらせんべいじゃん、やっぱり羽衣あられって。でもこっち小麦粉の感じの粉っぽい感じ。美味しいよ、普通に。そう、とちのみかりんと似てるの分かるって、そんな感じよ。ほんと食感的にはそういう系統。どっちかっていうと、せんべいっていうよりもかりんと系。今度それ頼むわ、台湾に出張行く同僚に。いいな台湾出張。美味しい美味しい。ね、羽衣あられはあれはあれでせんべいじゃない？米じゃなくて小麦粉系。電録はあれじゃない？やっぱり豆じゃねえ？豆のやつ。
うまいよね。うん。電録って山形なんだ。知らなかった。うん。なんか一気に食べちゃった。これ美味しいよ、これ。一応だから台中、この、この山が有山っていうのか知らないけど、どこにあるのか知らないけど、台中あたりにあるのかな。特産って書いてあるよ。まあでも、どこでも買えそうな感じはするけどね。結構このマークね、台湾行くと見るよね。台湾厳選製造って書いてあるね。うん。台湾製造。うん。いいね。台湾は本当反対字だから、ね、反対文字っていうの反対。反対じゃなくて反対だからね。すぐわかるよね。パーって見たときにさ、どっちだ、チャイニーズなのか台湾ニーズなのかっていうのをさ、こうパッと見たときにすぐわかるよね。本当に。ありがたいわ。だってほら、見た目でさ、つかなさ分かんなかったらさ、ちょっとさ、考えちゃうじゃん。チャイニーズなのか台湾ネなのか、ねえ、シノワなのか、台湾ネなのか。でも字使ってる字が違うから、ほんと助かる。おい、美味しかった。美味しかった。よし。さあ、ポリポリ言おうと。言おうとするな。あ、そう、ポリポリ。すみません。すみません。セブンイレブンで買ったよ。セブンイレブンで買った。なんかさっき言ってたやつか。美味しい。お茶が美味しいや。役得ってやつですねって、シエフさん。シエフさんでハムさんね。わがままのおばさんを敵に回すと怖いのでみんな買ってきてくれるわ。なるほどね。いいね。そういうのもね。プレッシャー。分かってるわよね。みたいな。電力豆うまい豆。そう。電力豆うまい豆だかの学校はってやつね。昔あったよ、そういうの。なんか歌でこう、しりとりしていくやつね。台湾のドライ金柑美味しかった。わかる。ドライのそのフルーツのそういうのって美味しいよね。フランスもね、南仏に行くとね、そのフルーツの、ドライフルーツの、しかももっとなんていうのかな、こう丸のやつがね、結構あるわけ。で、その、金柑じゃなくて、もっとちっちゃい、その、みかんの、やつとか、あとは、なんだっけ、いろいろなそのフルーツのそのまんまのドライみたいになって、ドライっていうかね、砂糖漬けなんだけれども、ドライっていうよりもそれは砂糖漬けなんだけど、むっちゃ美味しいのがあって、でドライもフルーツのそのドライフルーツ私も大好きで、行ったところで見つけるともう買って食べるんですけど、今回だからマルチ肉に行った時にマンゴーのねやつがあって、で私はマンゴーのドライ大好きだからつい買っちゃいました。つい買っちゃった。はい。でも金柑美味しそうだね、金柑。浜さんを敵に回すのは確かに怖い。そうだね、怖いね。わかるよ、怖いよ。ユンユンさん、赤塚不二夫鬼の面ついてるよ。赤塚不二夫鬼の面ついてるよ。それどっから来た話題なのそれ。いきなり。マンゴーのドライいいよね、美味しいよね。ドライフルーツ余ってる。ドライフルーツはやっぱね、マンゴー好きだね。マンゴーはもう本当になんだろう。噛めば噛むほど味が出るみたいな感じだね、マンゴーって。美味しいやつは。なんかさ、よくタイとか行くとさ、あとはさ、パイナップルとかあるじゃない。パイナップルはすぐ飽きちゃうのよ。今柿のドライ制作中。今柿のドライってそれ干し柿のこっちゃうの。普通に干し柿やろ。でもね、私ね干し柿すごい好きなんです、実は。すんごい好きで、で干し柿って、作る人いるじゃない、家で。でうちのおばちゃんも作ってたんだよね。でいつだかおばちゃん家に、あれはいつだったかな、なんかいつだかうちの妹と帰国した時におばちゃん家寄ったのかな。もうそのおばちゃんも亡くなっちゃったけどさ。でおばちゃん家に寄った時にちょうど干し柿作っ
っててっていう話で、その干し柿あるから、あ、冬になると作るんだわって話してたのか。で、まだ干し柿あるから、ついそれでもらったのかな。おばちゃんの作った干し柿、やっぱ、お家で作ったやつだからね、美味しいんだよね、やっぱりね。うん、売ってるやつよりも。で、ほら、長野じゃん。ね。だから、うん、干し柿大好きなんだけどさ、私、あんまり干し柿が売ってる時期に帰らないわけよ。うん。帰らないの。だから食べれないの。いちじくのドライも好きだけどね。うん、マンゴーもイチジクも美味しいんだけど、私は干し柿が違うよ。普通の干し柿とは違うの？何が違うの？何が違うの？何が違うの？干し柿。干し柿ね、食べたい。ほんと干し柿がある時期に帰んないな。マンゴーの干物。マンゴーの干物。うん。ああ、そうなんだ。でんでんでんろこ豆、うまい豆の後についてくるのは、小町田さんだ。へえ、そうなんだ。この間イチジクのドライ作った。イチジクのドライか。イチジクのドライはね、でもね、こっちは普通にね、もうむっちゃ売ってるから、普通に食べますよ。うん。美味しいよね。うん。味が違う。味が違うんだ。作り方が違ったりするんですか？作り方が違うの？なんかしらの。私も、干し柿をどうやってじゃあ作るのかっていうのはよく知らなきゃ3週間ぐらいかかるとおばちゃん言ってた気がするけど、3週間って言ってたかな、干すのに。ドライガキ。何が違うの？教えて。味が違う。うーん。和菓子のような出来。和菓子？セブンイレブンでドライガキ売ってるよ。干し柿より柔らかくて美味しい。あ、あのなんか分かった気がする。うん。ドライガキ。干し柿。干し柿にも2種類あってさ、昔から。硬めなやつとさ、あと柔らかめのやつと。で、一太のね、やつなんかは結構柔らかいのとかもあったりして、2種類あったりするんだよね、硬いのと。で、一般的な家で作るのって割と硬めのやつだったりするじゃない？にって言って、にゃっていう。でも、一太なんかのやつで柔らかいやつは本当に柔らかいやつって。そういうドライってのはそんな感じなのかな。ね。そうそうそう、渋柿買ってきて皮むいて干すだけなんだけど、それ渋柿っちゅうのがさ、ほら、ね、どこの家でも昔は割とあったじゃない。柿が家の庭にあるとあんまり良くないって言うんだけどさ、また変なのが来たよ。ほら、アダルトチャットとか言ってるよ。もうこういうのはね、もうあれで、削除。はい。削除しますよ。とっとと削除しますよ。はい。削除。削除。はい。削除。はい。報告してもいいんですけどね。削除しちゃいました。はい。フードドライヤーで2日間。あんぽ柿は美味しいよね。それかあんぽ柿っていうのが。消えた。消した。わしが消した、自分で。そう。でもね、なんか干すだけって3週間ぐらいかかるんじゃなかったっけ？ね。でも皮むいて干すだけってなんか、天気とかもなんか関係しなくない？干し柿って。あんまりなんか、あれじゃないの？あったかいとことかじゃね、できないよね。ね、腐っちゃうだけみたいな。うん。干し柿大好きなの。ドライフルーツの中で、ビーチクのせいビーチクのせいかよいや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 、いや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 。なんかでも干し柿、私ドライフルーツの中で何が一番好きって言われたらドライフルーツ系のね、だから干し柿をドライフルーツとしてね考えた時に、ドライフルーツの中で何が一番好きって言ったらね、柿かもしんないんだよね、マジで。あ、そうでしょ？干したやつ土地でもみもみするよね。うん。寒くないとカビちゃう。そうでしょ？ね、寒くないとダメなんだよね。だから長野なんかほんと適してんだよ。いちごかオレンジかな。私ね、柿かもしんないんだ、本当に。これはだからノスタルジーでね、もう食べてないから食べたいっていう気持ちもあるのかもしんないけど、でも子供の時から好きなんだよね、干し柿。すごい好きで、バクバクとは止まんないんだよね。ビーチクのせいだと思う、多分。ビーチクのせい。いや、ビーチク隠しておこうね、こうやって。だから、こうやって、ちょっと隠しておかないと。はい。
だから絶対ね、干し柿食べたいね。冬行ったらね。でもさ、フランスで作れそうじゃない？いや、どうだろう。寒いとこだったら作れるかもしれないけど、まず、まあ、渋柿はないよね。うん。で、柿なんて、どっかで今は作ってるのかもしれないけど、基本的には、柿はね、本当にね、入ってきたのがこう15年ぐらいかな。それ以前になかったからね。干し柿は別ステージ、別格ですわ。ああ、なるほど。干し柿は乾いた風が必要です。山形県の上山市が名産です。長野も名産よ。長野もそうよ。うん。そう、干し柿は乾いた風が必要です。群馬とかでも作るんじゃないの？うん。群馬とか寒いとこだったら。群馬も乾いた風でしょ。うん。ねえ、干し柿食べたいよね。本当にだから干し柿があるシーズンに帰ってないから、もう、だからおばちゃんとこでもらった時以来、食べてないから、もしかして10年ぐらい食べてないんじゃん、普通に。うん。ほんと干し柿のあるシーズンにね、帰りたいよね。うん。ってことはもう1月過ぎだよね。正月になんか食べてた気も、するから、正月に干し柿食べてた気がするんだよね。正月休みにね。うん。そうだよね。雪降るとかのイメージだよね、やっぱね。うん。うん。帰っておいで。そう、市田柿も美味しいよねって、美味しい美味しい。帰っておいでって帰りたいんだけど、ちょっと待って。待って、ほら、これが、話だよね。うん、そう、待って。干し柿食べたくなってきたよね。でも、そろそろあれだよね。干し柿っていうか、柿のシーズンで、もうちょっと経たないとね、でもね、あれだよね、干し柿のシーズン来ないから。もうちょっと後だよね。干し芋も好き。干し芋はね、私微妙で、子供の時確かに食べてたんだけど、干し芋もさ、今さ、いろいろあるじゃん。もう本当にさ、芋をさ、昔はこうスライスしたやつをさ、こう干してさ、で、こう、なんていうのかな、干しといて、で、白っぽく出てきたやつとかさ、家でも普通にちょん切ってさ、置いといてとかさ、なんかそういうことやってた気がするんだけど、うん。なんか、干し芋っつのはさ、こう、なんていうのもう、できてるやつあるじゃない、干し芋。さらにそれを乾かして、カリッカリにして、バキッバキにしてっていう食べ方をうちはしてて、で、そのカラッカラにしたやつをさ、なんつうのもう、キャンディーと同じだよね。だからね、噛めないから、もう、カラッカラなんで。で、口に入れてこう、舐めてるっていうさ。うん。干し柿ってそういうイメージ。でもさ、今さ、だから干し柿のさ、なんか、干し柿じゃない、干し芋ね。干し芋の、特産地って今、特産っていうかその有名な干し芋とかって、栃木あたりだったっけ？なんかあるじゃん。こういうさ、こう、そう、ちょっと炙ったようなさ、で、こう、丸のまんまこう干してるみたいなさ。で、中トロットロみたいな干し芋あんじゃん。うん。あれはあれで美味しいんだけどさ。うん。茨城か。うん、茨城だか栃木だかあっちの方とかだって。茨城か。はい。斉藤さん、ありがとうございます。はい。うん。干し芋食べたことないんだよね。花さん。マジで関東来て初めて見てすごい美味しそうだからまだ芋を出してない。そうなんだ。味が浦。そうかそうか、味が浦か。なるほど。芋けんぴも好き。でもまあ、芋けんぴも言ったら芋けんぴも芋の、あれでしょ？なんつった今。芋かりんとうみたいなやつでしょ？だって芋けんぴってな。また来たよ。なんかうざいな。これちょっと報告します。報告。ポルノ露骨な性的コンテンツ、悪意のある表現、嫌がらせ。はい。ポルノや露骨な性的コンテンツの報告しておきます。チャンネルユーザーに非表示にします。はい。これで大丈夫で消えると思いますけど。はい。で、干し柿好きなので毎年作って冷凍にします。ボタポタが好きです。芋は茨城。そう、半生干し芋、それ。うん、茨城県だよね、だからね。うん。茨城県。それは食べたことある。それは食べたことある。うん。削除。削除します。はい。チーズが入ったのなんてあるんですか？知らないな。見たことないな。私特製大根の甘酢漬けに干し柿を巻いて食べるゆず入り美味しいよ。なんかいろいろ混じってるけど、なんかいろいろ美味しそうなものが混じってますね。大根の甘酢漬けに干し柿を巻いて、
干し柿を巻いて食べる、かっこ柚子入り、美味しいよ。うん、食べてみないと分かんないな、その味な。うん。母の出身地。あ、そうなんだ、七色さん。なるほど。干し芋美味しいですよ。芋けっぴは時に狂気になる。わかる。狂気だよね。あれ、口の中怪我するよね。やばいね。うん。ねみこさん、お父さんか妹さんに頼んで、この時期に干し柿買って冷凍しておいてもらえばいいじゃん。夏にも食べれるよ。あ、そういう手があったか。ね。味は俺大好き。いちごを買いに行ったら山ほど干し芋サービスしてくれた。本当？へえ。そうなんだ。まあまあ、じゃあそうだね。うん。干し芋じゃない、干し柿を買っといてもらえばいいね。冷凍できるもんね。うん。いや、うーたん、マジでね、私はね、芋けんぴっちゅうのはね、こうはっきり言って、ボリボリやっちゃってるけどさ、尖ってんじゃないですか。あれ、危険だなっていつも思ってた。うん、やっぱり同じように思ってる人いるんだね。うん。あれだって、ぐさって刺さるじゃん、口の中で時々。あいって、いてってなるじゃん、結構。うん。まあ、基本的にね、私はね、芋けんぴとか、要は、かりんと系だよね。あんまり好きじゃないから、好んで食べないんだけど、自分で買ってっていう、ほら、あれが食べたいから買って、みたいな、それはないんだけど、でも、普通のかりんとうよりも、その芋けんぴね。芋けんぴっていうのはですね、あれ、デンジャラスです。自分で好んで買って食べようとは思わないのに食べ始めると止まらないやつ。うん、芋けんぴってさ、甘いけどほんのり塩入ってんじゃん。塩とさ、砂糖の組み合わせってすごい困るよね。止まんないわ。うん。多分その辺だと思う。塩けんぴ止まらないよね、食べるとね。うん、好きっていうわけじゃないのに食べ始めると止まらないやつ。うん。干し柿買おうと思うと結構エクスペンシブ。そうなのよ。ドライフルーツって高いよね。何気にね。うん。うん、何気に高い。うん、高級品だわ。塩けんぴ美味しいよね。塩入ってって美味しいんだよ。うん、そうなんだよ。別に好きじゃないのになんで食べると止まんないんだろうっていうものの一つ。不思議。はい。というわけでね、今日もね、3時間コースになったね。のんびりやってたから今日もね。うん。じゃあそろそろおいとましようかな。だってさ、もうだって4時でしょ？ 4 時ってことは7時足して23時。11時やん。今日何曜日？今日日曜日だ。もう別に私さ、週末狙ってさ、土曜日とか日曜日とか狙ってやってるわけじゃないんだけどさ、ね、なんかなっちゃうんだよね、タイミング的にね。不思議でしょうがないんだけど。うん。ね。芋屋金次郎ってところの高級芋けんぴ一度買ったらずっと DM が届くの。美味しすぎて太るから食べたくないのにさ、しょっちゅう誘惑されてる。うん、本当そういうのあるよね。一回買うとさ、もう本当にまた買ってくださいでね、こう送ってきたりするじゃない？今メールのあれだし、ね、連絡先もちゃんと書いたりとかね。したらもう送ってくるよね、そういうのね。うん、ほんと。直接送ってきたり、メールが来たりとか、まあいろいろだけどさ。うん。芋けんぴ意外とカロリーがお化けなんで要注意。あ、マジか。結構高い。それそうだよね。でもね、芋だもんね。芋と砂糖だからね。だって言ったらね。もうダブルじゃん。糖分のダブルだから。うん。会津田島のあんぽ柿も美味しいよ。いや、うまそう。なんでももうなんかもうそういうのちょっと待って、ちょっと待ってよ。また日本に帰りたくなるから。いや、帰りたいのは帰りたいんだけど、ね、またほら、どうにか、資金をやりくりして帰んなきゃいけない身なのにさ、なんかなんだ、それがちょっと今ないから、もう帰りたくても今帰れないから。ね、待って、ね、高級なやつはね、芋自体が美味しくて、味付けは上品でマジで止まらない。もう高級なやつがやめてほしいよね、本当にね。なんで日本はさ、そういうさ、高級ものをさ、求めるんだ。ほんと安くて美味しいものをさ、こう、一般庶民がさ、みんなが食べれるね、安くて美味しいものをいっぱい作ってほしいけどね。高級なやついっちゃうからね、日本はね。まあ技術がすごいからそうなっちゃうんだろうけど、追求のなんつうの、探求心っていうのかな。が日本人はとにかくすごいからさ、もう行くとこまで行っちゃうじゃない、何でも。何でも極めちゃうじゃない、芋けんぴなら芋けんぴ。ね。何でもいいけども、欲しい芋だったら欲しい芋。ね。さらに美味しく、どういった食感で、突き詰めちゃうじゃない。そうするとみんなそういうのって高級品になっちゃうわけじゃん。むっちゃ美味しいものってやっぱりだから貧乏人は食べれないんだよね。だからもう、平均的に美味しくていいからさ、なんていうの、平均的にっていうか、ちょっと美味しいぐらいでいいからさ、ね。うん。今までのやつ、プラス、ほんのり美味しくていいから、
もう一般大衆向けのやつね、作ってほしいよ。でもおかげでスーパーの芋けんぴは買おうと思わなくなったからそれは良かったよ。そしたらあれじゃないの、あんまりね、普通に芋けんぴは食べれなく、食べなくなるから、その分食べなくなるっていうね。だから美味しいのだけ知って美味しいのしか食べれなくなると、まあある意味それはあれだよね。OK みたいなとこあるよね、確かにね。デミコさんを誘惑、やめて、やめて、冬が熟れたのを冷凍しとくという、いいよ、シャーベットみたいに美味しい。なるほどね。なるほど。食べにおいで。いや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 。うん。ツイティミキさん、犬猫がお布団入ってきてあったかい。このまま芋けんぴ食べたい。そのまま芋けんぴ食ったら多分ね、結構いい感じで、あれじゃない、一回り大きくなったりするんじゃないの。うん。はい、というわけでございますよ。はい。じゃあ、11時過ぎたんでね。うん。うん。うん。ちょっと待って。今月10月だよね。10月。10月ってことは、今月の一番最後の日曜日に時間が変わります。まあ、日本は変わんないけどね。こっちはまた冬時間に今月末になるんで、そうすると8時間の時差でしょう。なるほど。わかりました。はい。わかりました。それちょっと注意しないとね。で、私なんかまた言おうと思ってたんだよな。言おうと思ってたんだよね。すっかり忘れちゃったよ。なんか、まあいっか。またライブそのうちやりますけど、はい。とりあえず、じゃあ動画をこの辺ちょっと細かいものをね、撮っといて。何動画は、じゃあちょっともう一度確認しますけど、動画はろうそくでいいですか？ろうそく。ね。基本ろうそく。で、あと、乳首いや、乳首じゃなくてね。かぼちゃはね、ほら、去年編んだのと、それをアレンジしてるだけなんで、基本の編み方を皆さん見ていただければ、あれなんですよ。あのなんだっけ、アレンジしてもらえれば全然いいんで。で、まあ、そうだね。ここちょっと改良していい感じになる、ちょっとこう、なんつうの、厚みがね、あるやつっていうか、こう、丸く綺麗にね、やるやつをちょっとね、やりましょう。ね。それはまあほら、こういうさ、ニットボール編むのと同じ感覚でこういう感じで編んでって、それでキューティーやりゃいいだけの話なんで、改良版中言いますか、この丸っこいかぼちゃ、ね、を作った時にそれはまたね、出しましょうね。まあ来年になるかもしれないけど、それは。来年になるかもしれないけど。かぼちゃはまあ一応去年編んだやつ。ね。それをちょっと概要欄にリンクしときますんで。そちらを見ていただいて。で、お帽子。じゃあお帽子と、ね、お帽子と、これと、これ3点セットにしますか？これを、こういう。かぼちゃだけ編んだ人へっていう感じでね。それ以外のグッズも合わせて編みませんかっていう話でちょっとやりますかね。ちょっとこの辺を簡単にかぼちゃ以外のハロウィンセットっていうことで軽くやるかね。そんな感じでハロウィンセットって言ってね、じゃあやりますわ。こんな感じで動画1個ね、短い動画を、はい。そのコースターのような技ぶとも、はい、それもだからこれセットっていうことでやります。かぼちゃは編む人結構いる人だって。ね。かぼちゃだけじゃ寂しいよねっていうことで、セットでこれ編んでみませんかっていうご提案をさせていただこうと思います。はい。改良化け、おざぶ。はい。改良化けは来年かもしれないから。ほら、ね。今年はもうほら、あれだから。ライブリレーね。ライブリレー、11月11日のライブリレー。なほ姉さんの方からもう多分発表になってると思うんですけど、今年のライブリレー、靴下の日のライブリレーは11月の10日だそうです。はい。で、私も一応、出ます。はい。いつもの時間です。はい。何やるかはまだ確実は決まってません。まあ、それだけ言っときます。はい。はい。なほ姉さんが、いくらか、もう、なんていうの、人をね、集めて、それでライブとかやって、ちょっと、やってるんで、そちらの方で情報の方収集していただけたらいいかなと思いますよ。はい。なので、私もだから確実なことが決まったらまたちゃんと言いますけれども、一応出ます。はい。出る予定になってますんで、時間は私は、何時だっけ
6時から日本時間の6時から7時半だと思います、いつも。うん、確かね。うん、多分そうだと思う。うん。何やろうかなと思ったんだけど、ちょっとね、なほねさん来た。なほねさん来てる。そうそう、6時から7時半でございます。噂をすれば、なほねさん来てますよ。タイムリーな参加。本当だ。ね、リアルで、本当にリアルにこの時間に来たんだね、なほねさんね。ありがとうございます。そうそうそう、11月10日で、私はいつもの時間で、6時から7時半でございます。何やるかまだ確実には決めてないし、これにしようかなと思ったものはあるけれども、まだ、試作をしていないので、わかりません。何になるかちょっとねという感じで召喚成功ね、噂をすれば何とやらってすごいね、本当にね。もう最後ギリギリに来ていただきましたけど、本当ありがとうございますということで、じゃあ皆様本日ねお集まりの皆様、今日ちょっとしたハロウィンねぽいのをね編んでみたから紹介してみた、さらにプラスにねちょっとビーチクね、リアルなビーチクを編んでみました。リアルじゃないね、ゾンビのビーチクを編みましたということで、あとお帽子ね、お帽子ご希望だったので、お帽子と、お帽子にねちょっとアレンジしてちっちゃめになってますけど、ここはね一つないだけですから、ほぼあと高さがちょっと低いかなね。本当にねいつもね、この下にもう一段多分編んでるんだ、編まずにこれ直接広がったんで、本当に私ね悪い癖なんですけど、適当に編んじゃうんで、いつもこんぐらいがいいかな、こんぐらいがいいかななんて試作しながら編む時って全然メモらないんですね。なので、これがいいじゃんって編み終わった後に、どうやったんだっけっていう話なんで、でも大体同じように編めますんでね、これでね編むとね。でわざとこれ潰してます。わざと潰してクイーンってねいう形でやってますんで、皆さんご理解のほどよろしくお願いします。じゃあろうそくやるわね。ろうそくなんてこれ別にやらなくてもわかるじゃろって話なんだけど、今やりますわ。これ外せますからね、外せます。色変えたらね、この何本でもあれですよ、新しいの立てられますよね。これがもう溶けてなくなったら、いやそれもないか、そういうこともないね。わかりました。じゃあ今日はこの辺りにしたいと思います。皆様お集まりいただきましてどうも、この人使おうか、どうもありがとうございました。お化けはちょっと改良するわ。というわけで皆さんまたね近いうちにお会いしましょうということで、こちらこそ楽しい時間ありがとうございました。本当に。じゃあ皆さんおやすみなさいということで、また近いうちにお会いしましょうということで、本日はここまで。さよなら。じゃあバッテン消えますよ。ここだよねって。はい、さよなら。